それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。お日様の今後の活躍、そしてあなたがファンとして認識されているのかどうか、どんな印象を持ってくださっているのか、そして最後にお日様からのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。で、お日様だけではなくて憧れの方で見ることも OK です。早速ですが、お日様の今後の活躍について見ていきます。まずこの1番をお選びいただいた方のお日様のそうですね、今の現在の様子、カードからもらっていきます。はい、まず1枚もらっていきましょう。レモンの色、革新的な思考をもたらす、とても爽やかでクリア、みずみずしさっていうのを感じます。このお日様が今自分自身の活動に対して前向きなエネルギーっていうのを感じますし、取り組んでること、新しいことにチャレンジしようとか、あとは新しい作品を生み出そうとしていたりとか、そのようなエネルギーも感じます。考えてること、前向きなことですね、ありますね。そしてさらにもらっていきます。こう爽やかな方っていうのが入ってきますね。今落ち込んだりとかもしていない、もともとこう明るく聡明な方っていうのも印象として感じます。頭の回転が早いんじゃないかなとも感じますね。トークがうまいとか。もう少しオラクルからもらっていきましょう。太陽のカードですね。明るい方ですよね。このように見ていると、とても明るいし、あんまりこう落ち込んだりとか塞ぎ込んだりとかはしないんじゃないかな。活動面において今まさに困難なことを乗り越えて新しい先を見据えているっていうお日様もいるでしょうし、困難なことがなくて順調に今流れていますっていう方もいるでしょう。お日様は今活動明るいですね。成功をつかもうとしている最中なのかもしれないです。周りも円満に進んでるでしょう。周りとの関係もいいと思います。ここまで今お日様の状態っていうところを見ていったので、ではお日様の活動っていうところを見ていきます。こう近々こう催し物というか、例えばライブコンサートだったりとか、こう作品を発表する機会があるとか、計画していることがあるんじゃないかなと思います。そして今注目を集めている時、集める時っていうのもありますね。舞台に立つとか、活動を新しく発表するとか、そういうことも出てくるんじゃないかなと思います。そしてこのお日様自身がもともと爽やかで明るくて、頭の回転が速い方、トーク力があるっていうのが入ってきますから、あと強運の持ち主ですね。まさに今活動者として今見ているので、活動されているのであれば、その適職なんじゃないかなと思います。ではタロットカードからこのお日様の3ヶ月間の、動きというか、お日様の運気、活躍っていうところを見ていきます。どんな流れかなというところですね。はい、ではもらっていきます。はい、ペンタクル7番、はい、ワンドの10、はい、そしてソードのクイーンですね。ワンドのキング、ソードの4番、はい、チャリオット、そしてペンタクルのクイーンです。この7枚で今後の活躍、活動、流れっていうのを見ていきます。そうですね、このように見ていくと、今このお日様の状態とか、もともと持ってらっしゃるエネルギーっていうところでお伝えしたところと、現在の状況や周りの環境っていうところでちょっとギャップを感じます。
本人はやる気があるとかですが、周りの物事が停滞している状態なんです。周りの環境や物事ですね。なので自分が向かっていきたい目標とかっていうのがしっかり定まっているんだけれども、周りがとのズレ、モチベーションの違いだったりとか、同じ方向を向いて一緒に同じ熱量を持ってやってくれる周りのスタッフさんとかが揃っていないとか、何か不足材料があるような、そんな感じがしてきています。本人の意気込みとしてはものすごくありますね。前に進んでいきたいとか、未来を見据えてもうやっていますとか、気持ちとしてはもう前を向いているんだけども、なんか止まっている、今まだね、まだだよっていうふうに言われていたりとか、自分の中ではこういう、そうですね、夏ぐらいとか夏以降に大きなことをやりたい、そのために今エネルギーを貯めているっていうお日様もいるかもしれません。ワンドの10は一般的にはオーバーワークを表すカードなので、そうですね、疲れているとか、やることがたくさんある、仕事に追われている、スケジュールがパンパンに詰まっている、そんなお日様もいると思います。だけど、だからすごくしんどいとかではなくて、やることいっぱいあるんだけど、それでも自分は目標に向かってやっていきたいっていうようなお気持ちや、大きな目標、高い目指す場所っていうのがちゃんと定まってるので、今いっぱい抱え込んでいるんだけど、でも進んでいきたいんだっていう気持ちの方が勝ってるんじゃないかと思います。でもう一方では、先のことを見据えていて、今ちょっとこらえている時なのかなとも思います。準備段階ですね。ポジティブに捉えると準備段階、先に計画していることがあるので、それを叶えるために今水面下で準備していたりとか、表立って活動はしていないんだけれども、自分の熱量っていうのはちゃんと保っているよっていうような状態のお日様もいると思います。はい、疲れてるだけが全てではないと思う。もし疲れていたとしても、自分はやっていきたいっていう気持ちの方が強いから、だとしたら周りの人が心配していて、お日様ちょっと休んだ方がいいんじゃないかっていうふうにね、思われている可能性もあるかなと思います。それぐらい頑張り屋さんだったり、あとは今目標っていうところに向かってもう進みたいっていう気持ちが強いんですよね。結果をつかみ取りたいとか、大きな目標があってそれを達成したいんだっていう気持ちの方が今強い状態です。それに対して体がついていけるのか、心がついていけるのか、時間管理はどうなっているのか、そんなことを周りの方々が心配しているのかもしれない。あとはやはり先ほども言った通り、周りとの熱量の違いっていうのをお日様が今感じてるのかもしれないですね。自分はこうやってやっていきたいのに、周りの方でストップかけられていて、休んだ方がいいんじゃないとかね、あとは今まだね、この時じゃないからもう少し先これをやっていきましょうとか、今すぐやりたいのにっていう自分の気持ちとはちょっとズレを感じているとか、そういうところの葛藤っていうところは少しあるかもしれません。でもこのお日様ね、すごく頭の良い方だし、あとそうですね、今までの自分どうしたらもっと良くなるのかなっていうのをずっと考えてやってきています。もともと努力家で真面目な方なんですね。今までコツコツと積み上げてきた過去っていうのがあります。努力を怠らなかった、それによって掴み取った成功もあったし、失敗ももちろん経験している。それらを全て踏まえて、これから先どうしていこうかなっていうのをずっと考えてきているんです。で、自分にはモチベーションが足りないなって思った時もありました。過去ですね。うまくいかなかったとか、周りに対して自分の気持ちが追いつかなかったとか、そういう時もあったんですよ。で、成功ももちろんあったので、成功を収めた代わりに何かを費やしたとか、例えば時間を費やして仕事の時間たくさん使ってとか、プライベートの時間削ったとか、あとギリギリまで練習していたとかね、体力削って努力相当されていたとか、そういうことも感じます。でも全ては自分の最終的な目標、大きな目標を叶えるためなんだっていうことを強くね、この方信じてやってきているっていうところがあるので、毎日の努力を怠らない、お肌のケアだったりとか、歌の練習とかダンスの練習とか、その陰ながらの努力っていうのをきちんとこなされている方、プラス
この方、今は自分の中でモチベーションが高まっている状態、またはやることに追われているか、どちらかかなとは思います。そしてこれから先の活躍っていうところを見ていくと、すごくいいんじゃないかなと思いますね。今まで積極的に慣れていなかったお日様に対しては、今まで積極的に動けていなかった、流れが止まっていたっていうお日様に関しては、これからスムーズに物事が流れていくと思います。そして周りから休んだ方がいいんじゃないとか、ファンの方から見てもね、お日様ちょっと最近頑張りすぎなんじゃないかなとか、自分を追い込むタイプなので心配しちゃうなっていう風に感じてるファンの方だとしたら、このお日様は少し休んでリフレッシュするとか切り替えるとかっていうことをして、さらに流れがスムーズになっていくような流れです。この先の流れがね良くなっていきますから、今抱えていることだったり、あと自分のエネルギーの使い方っていうのもうまくこなしていけるようになります。ワン段階ランクがアップするというか、このお日様の活動が幅が広がったりとか、さらに人気が出るとか、活躍できる場所が見つかるとか、そのようにステージが上がっていく未来が見えています。それは本当にこの人が毎日頑張ってきたから、影の努力を怠らなかったし、そして花がありますよね。このお日様は人前に出ても輝くですね。まさにスター性のある方なので、活動者に適してるんじゃないかなと思います。行動力や勇気もあります。正しい判断を行って、これから周りの人と協力し合いながら、周りとの足並みがうまく揃っていなかったんだっていうお日様だとしたら、周りとうまくコミュニケーションをとっていきながらね、進めていくと思います。周りっていうのは、このお日様の事務所やスタッフさんとか、あとは共演者の方だけではなくて、ファンの方ともうまくコミュニケーションをとっていきながら、自分の行く道っていうところをしっかりと示してくれると思います。さらにモチベーションを高めなきゃなっていう風にね、強く感じてると思うので、なんか自分が頑張ればうまくいくんだとか、そういう風にね、責任感も強いのかな。何かね、自分がねしっかりしていればっていう風な思うところがあるからね、ちょっと心配だなって思うところはあります。でも緩和剤のようにこれから流れがねうまく運んでいきますから、ただ自分が頑張っていけばいいんだっていうところじゃないところに目を向けたりとか、周りとの協力をし合うことで達成する喜びを感じることだったり、周りの意見を取り入れて自分だけで判断して動こうとせずに、周りと足並みを揃えることっていうのを、この方が目を向けてねやっていけるようになるんだと思います。はい、なので最終的に自分がこうしたいんだとか、進んでいきたいっていう強い思いとか、人前に立って何か披露したいとか発表したい、そういうことが叶っていくんじゃないかっていう流れになっています。大事なことは、このお日様が自分の活動をしていく上にあたって、自分の目標を叶えるために誰かの協力が必要、自分一人じゃないんだっていうことや、そして誰かとのつながりとか、自分の成果をしっかりと味わって次へ生かしていくことっていうのができるっていう風に入ってるんですね。新しく吸収するものがたくさん出てくる。今疲れていたりとか停滞しているっていうお日様だとしたら、それをうまく利用するというか、止まっている、だからこそそこで今できることを見つけるとか、うまく周りとのズレを感じるのであれば、そのズレを調整するための術を見つけるとか、そのように自分の中で工夫していきながらうまくやっていけると思いますし、また助けになってくれるような存在の方っていうのも複数現れるんじゃないかと思うんですね。なので周りからの協力をもらっていきながら、この人が導かれていくようになっていく運びになるかもしれません。ただ元々の持ち味として人前に立つのがすごく、適している方なのでね、活動者としてはもういいですね、適しています。人気も出ると思いますし、もう
まさに、ね、今現在人気ありますよっていうお日様だと思いますね。もともと持っている運気が強いです。はい、だからこそ頑張っちゃうのかなっていうところも感じるんですがね、ちょっと心配ですよね。そういうお日様だとしたらね、頑張っちゃうところがあるみたい。真面目です。いつも自分のことを振り返って、そうですね、こう改善点はあるのかなとかね、こうすればよかったのかなとかね、すごく考えていますね。でもこれから自分の持ち味をもっと生かしていけるような流れになっていきますから、周りとズレがあったっていうお日様だとしても、そこをうまくね調整してバランス取っていけると思います。ではこの後ですね、お日様があなたのことを認識しているのか、どんな印象を持っているのかというところをもらっていきます。ではこちらのタロットカードからまず認識されているのかどうかなっていうところで、あなたがファンとして、例えばそのお日様をね、こうライブやコンサート行って実際見たことあるよっていう方もいるかもしれないし、オンラインミーティングで顔合わせしたことあるよとかね、あとはファンサイトとかでコメントを送ったことがあるとか、何かこう自分の中で推し活しているよっていう方多くいらっしゃると思います。その中であなたの活動、推し活がお日様となんとかねこう応援したいとか、メッセージ送りたいとか、送った気持ち届いてるかなっていうところで見ていきます。あなたの存在がお日様に届いているのか。はい、1枚もらっていきましょう。カップの9です。バッチリ届いていますよっていうのが入っていますよ。はい、いいですね。満たされてるっていうのが入ってきていますから、あなたの存在、応援してくださってるあなたの存在がこのお日様の心を満たしてくれてる。だからそうですね、応援してくれる人のためにも自分は頑張ろうっていう気持ちがすごく強いんだと思います。ファンのことをすごく大切にしてくださっている方なんじゃないかなと思うんですね。そのお日様によってはファンの数がすごくね膨大にいるよっていうね、そんなお日様もいると思うんです。だけどあなたのことをちゃんと認識しているし、あなたから応援されていることで満たされている気持ちっていうのをしっかり受け取っているものがあります。はい、あなたから見てもこのお日様が自分の理想に近かったりとか、好きなタイプですねに近かったりとか、お日様を見ていると癒されるとか、心が満たされる気持ちっていうのもあるのかなと思います。このお日様の活動を見ていたり、またはこのお日様の、ライブ配信とかをね見ていても、欠かさず見ているよっていう方もいるでしょうし、ずっと応援していますっていう方もいるでしょうし、すごく満たされているっていうのが伝わってきますね。両方ともです。お日様もあなたからの応援を受けて満たされている、気持ちが満たされている。だからそれを活動で示したい、頑張りたい、手を抜きたくない、休みたくないっていうのがすごく伝わってきます。そしてそのあなたの方もお日様のことを応援していたり見ていると、自分の気持ちが満たされるっていうところにつながるんだっていうのが伝わってくる。じゃあお日様はあなたにどんな印象を抱いているのか、認識はされている。じゃあどんな印象っていうところをもらっていきます。ルノルマンとオラクルを何枚か使って見ていきましょう。まずはルノルマンから、お日様からあなたはどんな風に認識されているのかというところをもらっていきます。はい、認識されているコウノトリです。そうですね。一つね説明しておきます。こちらのお待ちくださいね。こちらですね、ザ・ボーイズ・ルノルマンカード。こちらのカードは実は、一番最初私の手元にカードが届いた時に、実はこのコウノトリのカードが本来だったらルノルマンカード17番なんですが、14番で5色で届いていたんです。でそれを問い合わせて正しいものに、変えていただいたんですがこの14番5色で届いたコウノトリさんもきっと何かのご縁だというふうに感じて、私は、実はねこの14番コウノトリと17番コウノトリとそれぞれここに入ってるんです。
その中の14番のコウノトリが入ってきました。で14番は正しくは狐のカードなんですね。はい、ということでこれ特別なカードとして私の中で固定して使わせていただいています。あえてね抜かずにね同じコウノトリのカード2枚入れて使っています。でこっちがね一番最初に届いた中のちょっと5色の方だったっていうことで、5色だから何か誤ってるのか間違ってるのかって言ったらそういう風に読まないので安心してください。ただねこの番号とカードのタイトルコウノトリと違うよっていう風にねご指摘がないようにあらかじめ説明しておきます。後々に17番コウノトリの正しいカードもこの中に入っています。でまずはねこちらコウノトリとして読みますし、そしてこの14っていう数字にも注目したいですね。本来の17番ではなくて14番っていうことなので、14っていう数字をラッキーナンバーとして捉えてください。これは特別な意味があると思います。そしてバランスですね。お互いのバランスっていうところがこのお日様のあなたへの印象として入ってきます。例えばあなたが応援してくれてるっていうのをすごく伝わっていて、同じ度合いで自分のモチベーションとあなたの応援してくださるモチベーションがバランスが取れているなとかね、応援の熱量が高すぎて困るなとか焦るなとかね、そういうことでもなくて程よい感じっていうのが入ってくるんです。すごく心地のいいものとして入ってきますね。このお日様が新しいことにチャレンジしたり、今一旦お休みしますとかそういうことがあったとしても変わらず応援してくれてるからすごく安心できるっていうのが伝わってきます。そういう意味でのバランスかなというふうに入ってきますね。双方のバランス。そしてあなたの印象として新しいものを生み出してくれる人っていうイメージで入ってくるんですね。コウノトリさんは幸せを運んできてくれる存在なので、もうあなたの存在そのものがこのお日様にとっては、幸運の女神といいますか、あなたの応援がパワーになっているっていうのがすごく伝わってくるし、それはとても前向きなエネルギーをもらってるような気持ち、元気をもらってるよとか、あなたの応援コメントとか、ライブ配信でもねコメントとかを見ていると、また来てくれてるなとかね、嬉しいなとか認識されてるようなところがあるから、そうですね。あとわざわざ足を運んで遠いところから会いに来てくれてるなとか、そういうイメージ印象っていうのも入ってきます。遠くから見守ってくれている、応援してくれてる、だから海外のお日様かもしれないし、あとは同じ国内でもあなたが遠方に住んでいてライブがあると何時間かかけてね移動してライブ行きますとかね、イベント行きますとか、そのようなことも経験してるんじゃないかなとも思いますね。そこもしっかり見て届いてるよって気持ちとか、あなたがわざわざ遠くからねやってきてくれたことちゃんと見てるよっていうのも伝わってきます。そしてね、もっと深く知っていきたいっていう気持ちもあるのかなとも思います。ただしね、もう少しカード出していきます。お日様から見たあなたのエネルギーっていうところ、カラーエネルギーですねっていうところももらっていきましょう。基本的にコウノトリさんすごく前向きなポジティブなカードなので、お日様もねすごく好印象なんじゃないかなと思います。カップの9にコウノトリです。遠くからやってきてくれるって。そしてカラーカードももらっていきましょう。ピーチ、命の息吹ですね。いいですね。すごく明るいカードで、やっぱりみずみずしいジューシー。そしてそのお日様の最初のレモンと似たところがあります。みずみずしさね。そして同じ果物である、フルーツであるっていうところが似ていますね。レモンとピーチです。はい、ピーチ。なんかね、そう私が感じるのは、お日様って異性ですか？あなたの恋愛対象になる方ですか？そのように入ってきますね。だからお日様から見てあなたがすごく自分の恋愛対象に入るような方なんじゃないかな。そういう魅力っていうのを感じました。このピーチのカードから。温かさや優しさだけではなくて、可愛らしさだったり、あとそのお日様の
好みのタイプに近いんじゃないかなと思います。で似ているようで似ていない2人っていう風に感じるんですね。パッと見似ているところがあるとか自分との共通点があるなっていう風にお互い認識してる。だけど深く見ていくと違う、それぞれやっぱり違うところもあって、このお日様って例えて言うんだったらそうですね、頭の回転が速くてトーク上手、そしてあなたは甘え上手というかね、同じトーク上手とか会話するのが好きとかっていうのがあるんだけど、こっちの方はそうですね、頭の回転が速いので切り返しがうまいとか返答が早いとかだったりするんだけど、あなたの方はもうちょっと柔らかくてとか柔らかい言い方が上手とか甘え方が上手、自然に甘えることができるとか、そう同じ会話上手でも少し違うタイプなのかなっていうのも感じます。またそういうところがすごくいいんだよねとか癒されるんだよなとかっていうのも感じる。であなたは逆にこのお日様からも癒しや元気っていうのをもらってる。それぞれがそれぞれでもらってるような感じが入ってくるんですね。もう少しもらっていきます。あとはねまだねこちらのねカードからももらっていきます。お日様から見たあなたの印象、もう少しもらっていきましょう。ただ恋愛対象に入っている可能性が高いんじゃないかなと今ねこのピーチのカードから見て思いました。でもしそのお日様が、自分と同性だったりとかしてその恋愛対象ではないよっていう方だとしたら、そのお日様はねでもそれでもあなたに同じ同性としての魅力っていうところを感じてるんじゃないかな。人間としての魅力ではなくて、そうですね本当にこのお日様から見たら恋愛対象に入ってるんじゃないかなというふうにね感じるんですね。もう一枚見ていきましょう。信じる心っていうことで、やはりお日様の活動範囲からは少し離れているあなたの姿っていうのを感じますね。例えば SNS やネット、インスタライブとかオンラインを通じて顔を合わせる機会は多いとか、お日様の活動を見ることは多いけど実際近くに住んでいない、ちょっと離れていますとか、ライブに行くんだったら遠出しなきゃいけないとか、催し物があるんだったら自分も長時間かけてその場所に足を運ぶとか、少しね距離っていうのを感じます。そうですね、あと離れている距離だけではなくて、このお日様が一時休止しているとか、更新が少しストップしたりとかしてもあなたはずっと信じる気持ちっていうのを持ち続けてくれているから、だからこそ支えなんだよっていうのも入ってきてるんです。長くずっと応援している、もう何年もかけて応援しているっていう方も多いんじゃないかなとも思います。だから認知されているっていう可能性も多いと思いますし、または押し入れ期が短かったとしても目立つんじゃないかなと思うんです。あなたの気持ちがすごく届いているっていうのが伝わります。まだね推し活始めて数ヶ月なんですっていう方だとしても、あなたの気持ちはちゃんとお日様に届いているし、お日様をずっと信頼している、信じている気持ちっていうのがあるから、あなたはねその思いがちゃんと伝わっている、届けられているよっていうのが伝わってきますね。お日様の印象として、あと可愛らしいの他に控えめっていうのも入ってくるかな。この可愛らしいっていうのはあなたが男性であろうが女性であろうが変わらずね可愛らしい方っていうのが入ってきます。あなたの姿を見たことがあるんじゃないかなと思うんですね。直接にしろオンライン上にしろ、それはあなたが自分のアカウントで自分の写真を上げているところを見てるのかもしれないし、例えばね推しのライブ行ったよって言って自分の体、顔とか姿とか推しのグッズを身につけてる写真を投稿しているところを見てるのかもしれない。何かねあなたのことの存在を知っているプラス外見まで知ってるような、なんかそういう風にね伝わってくるんです。で外見がこのお日様のタイプなのか恋愛対象に入っているようなそんな感じがしたので、お互いがお互いのことを恋愛対象の中に入ってるんじゃないかなというふうに読みました。同じそうですね恋愛対象外同士ではなくて、どちらもね恋愛対象の中に入ってるんじゃないかなというふうに感じましたね。
はい、ではお日様から見たあなたの印象っていうところをもらっていったので、この後ですね、最後お日様からメッセージっていう形で何かここねヒントになるようなことをもらっていきながら見ていきましょう。もし最近このお日様に会えていないなっていう方だとしたら、この方この近未来というよりはあと3ヶ月またちょっと先ぐらいかなと思いますね。そのあたりに大きなイベントを控えている可能性があるので、そこで会えそうなそんな予感もします。そうですね、もしこのお日様に会えそうな具体的な時期っていうのを見ると、秋から、年末年始にかけてなので、今すぐというよりはこの今3ヶ月ぐらいの、活動の流れっていうのを見ているので、この3ヶ月以降だと思います。実際に会えたりとか、ライブに行ったりとか、オンラインで会えたりとか、実際に顔を合わせるっていうのは秋ぐらいかな。可能性が高いのはそのあたりかなと思います。秋か、またはもう少し先、秋冬ぐらいかなというふうに読みました。ではお日様からのメッセージをもらっていきましょう。まずはチャットスピリッツオラクルカードからもらっていきます。なんかね、待っててねっていう風にも伝わってくるんですよ。あなたも待ってるよっていう風に。だからもうすでにねイベントがあるっていう風に、開催が決まってる、知らされているっていう方もいるかもしれないですね。ライブがもう控えているとかね。そうですね、もうすでにライブの予定聞かされているよっていう方は、その時に多分あなたがライブに当選して一緒にそこで会うんじゃないかなっていう風に感じます。そのライブが3ヶ月以内にあるよってもう分かってる方は、そこで会えると思います。いや、まだね、そのライブが3ヶ月よりも後なんですよって方は、そこで実際に会えるんじゃないかなとも思います。お日様の活動範囲内でという風に感じますね。そうですね、とっても可愛いんですよね。遊び心のカード、とっても素敵ですね。いや、なんかね、可愛いなっていう風に入ってくる。温かいし可愛いし、ちょっとこのピーチのカードとも色合いが似てますよね。お日様から見たら、あなたってこのように本当に可愛らしい存在、温かいとか、本当に私もピンクとオレンジの組み合わせ、カラーの組み合わせ好きなんですけど、癒し、そして元気だけじゃなくて温かさや愛情ですよね。そういうところを感じます。やはり恋愛対象として見ているような、そんな感じもしますね。このお日様の好みのタイプなんじゃないかなと思いました。まずその遊び心っていうのが入ってくるので、あなたにまずね届けたいっていうのは、自分の活動を通してあなたに元気や、あと優しさ、このお日様の気持ち、誠意っていうところがあなたに伝わってると、すごくいいなっていう風に感じてる。これがまず一番最初出てきてますね。あとすごく目立つので、すごく何かを届けたいっていうのが入ってきます。じゃあその何かっていうのは何なんだろうっていうところをもらっていきます。こちらのマーメイドのカードから何を届けたいのか、そうですね、なんかこう一緒に楽しいことをやりたいなとかね、そういう明るいことを考えています。それはそのイベントであってね、同じ何かゲームをするとか、オンライン上でトークをするとか、あなたのコメントを読み上げてくれるとか、そういうことかもしれません。コミュニケーションを重ねたいのかなっていうふうに感じます。はい、フューチャーのカードです。未来のカードなんですよね。もうそのまんまの通り。そして泡を手に取ってじっと見つめているんです。あなたに何を届けたいのか、未来を届けたいって言ってるんですね。たとえ今あなたが辛いことがあって、でこのお日様から今いつもね元気や癒しをもらっているのであれば、すごくそれは嬉しいって思ってるし、あなたのために何かしてあげたいっていう気持ちもこのお日様はあるし、何を届けたいかって、明るい未来を届けたい、優しい未来を届けたい、あなたのことを見つめているからこそ、あなたの状態っていうのも感じ取りやすいのかもしれないですね。必ず伝わっていると思います。あなたの存在っていうのが、とても強く伝わっていると思うし、
届けたいのは明るい未来っていうことで、未来に何かあるんじゃないかなっていうのも感じますね。もうこの先のお日様の流れっていうのもいいので、これからの活躍も期待してほしいし、あなたの明るい未来っていうのも願ってるし、この1番さんは双方が同じ感覚でいらっしゃるんじゃないかなと思います。あなたがお日様を信じて活動を願っていて、活躍を願っているとかね、そう健康でありますようにって思っているのと同じように、お日様もあなたに同じようなことを願っているんだと思います。離れているけど考えていることや思っていることっていうのは通じ合ってるんじゃないかなというふうに感じますね。もう少しもらっていきます。ではこちらのタロットからもね、お日様からのメッセージっていうのをもらっていきます。もし今辛いことがあって、どうしようって、自分のプライベート、お仕事とかどうしようって思ってることがあったとしても、安心してっていう風にね、元気出してとかね、未来は明るいよとか、そういうこともお日様が伝えたいよっていう風に入ってきます。照らしてくれる存在ですよね、あなたの心を。辛いことがあってもこのお日様を見てると元気になるとかね、あなたもワンドの10っていうところでね、このお日様と同じカードが出てきました。辛くないですか？今の現状、お日様とまたちょっと違うんですね。同じカードではあるんですが、あなたの方は抱えきれなくてどうしようっていう風に困っていること今ありませんかっていう風に出てきます。もしたくさんのことを抱えていてどうしようって、たくさんのことっていうのは、例えば仕事もプライベートも推し活も、例えばお金も時間も使っていてとか、自分の健康のことを気にしてるとか、いろんなことが、ここね抱え込んでるよっていう方もいれば、一つのことで、例えば仕事のことですごく悩んでるんですとか、人間関係で悩んでるんですとかね、今希望を持てませんとか、それくらいまで落ち込んでいるとか、そのようにも感じるので、あなたが今すごくね重いものを抱えているっていう風に感じます。そして沈んでるような感じ。そんな中、そうですね、すごいですね、リンク性があるなと思います。ワンドのキングもここお日様の流れ、活動の流れでも出てきていたので、そうですね、あなたとお日様のリンク性がありますね。デビルのカード。で、そうですね、ただ今抱えていることっていうのもね、自分の力でこれから乗り越えていくこともできる。あなたの力で、それはお日様があなたに今伝えたいことだよ。未来は明るいから未来希望を持ってねっていうこともそうだし、今抱えていることっていうのは乗り越える力をねつけていくことってできますから、あとは自分でうまくコントロールすることができる。例えば仕事に追われていてなかなか自分に余裕持てないんですっていう方は、自分で余裕作ろうっていう風にね、転機が訪れてきっかけがあってね、自分で切り替えていけるようになるとか、もっとうまくバランス取れるようになるとか、自分の中でどうにかできることを工夫してね、できることも出てくるしね、もともと力も持ってるから、今落ち込んでるんだったら、その落ち込んでるどん底から這い上がって明るい未来っていうのを手にする力も持ってますからね。で、今は別に特にね、抱えてるものがない方でもいないんじゃないかなと思いますね。やっぱりちょっと辛いというか、今やることいっぱいあって忙しいとかね、やっぱりオーバーワークのカードで、そしてこのお日様と違う点として、お日様は木を見ている点もあるし、自分がどんだけ忙しくても絶対こうしたいんだっていう信念がしっかりあって、高い目標があって、それに向かうための努力をずっと続けていて、何か身を削ったりとか時間を削ってやってるんだっていう、そういう強い意志っていうのは伝わってくるんですけど、あなたの方は今手一杯ですとか、疲れちゃってるんですとかね、そういうことも感じるんです。だからゆっくりと休憩とってリフレッシュして、もう一度ね、時間の使い方見てみてとか、自分の心をよくしっかり見て、余裕がないのであればもう無理してね、休んで、会社有給使って休んででも自分の中で今リフレッシュの時間持とうとか、そしたらまた心に火がついていくから、またそういう風にね、自分の心の使い方っていうのがうまくできていくと思います。もう少しうまくやっていけるというか、器用にこなしていけると思うんですよね。今自分が
迷路に入ってきちまってるような、そんな方もいると思います。どうやってやっていったらいいんだろうって、やることいっぱいあって何から手をつけていいかわからないとか、そういう風になってる方もいると思うんですよね。目的を見失ってしまってるとか、うまくいきそうだったんだけどうまくいかなくなっちゃったとか、壁を感じる、課題が多いなとかね、そういう方も乗り越えていけるからねって、多分お日様のそのエネルギーっていうのがリンクしてるので、お日様が活動すれば活躍すればするほどとか、新作を出せばとか、あとお日様と、ファンミーティングとかコミュニティの中でやり取りする中で元気をもらって、お日様と共にあなたも上がっていくような感じが出てきています。そしてデビルのカードも入っていますね。お日様が魅惑的だっていうのが伝わってきますが、ちょっとデビルのところで補足もらっていきます。お日様が伝えたいこととして、でもこのお日様、どれだけ人気になっても、どれだけファンが増えても、あなたっていう存在は決して忘れることはありません。ずっと大事にしてくれると思います。ネズミのカードですね。お日様が伝えたいこと、やっぱりこうね、抱え込んでいることはストレスなんじゃないかなとか、辛いんじゃないかなとか、あとあなたが、抱え込んでいる時ほど揺れやすくなっていたり、または怒りやすくなっていたりっていう方もいるかなと思います。なんか混乱しちゃう、イライラしちゃって、こう何かに当たりたくなっちゃったりとか、そうですね、モヤモヤやストレスを抱えている時ほどぶつけ方がわからない、解消法がわからないとかっていうのをお日様は伝えたいのかなっていうのも入ってきます。イライラしてる時ほど、例えばお金をねたくさん使って何かにつぎ込んでしまったりとか、そこを心配してるのかなっていうのも入ってきますね。よく見てるのかなと思います。例えばあなたの投稿だったり、あなたが今元気ないなとかっていうのも伝わってるっていう風に入ってくるんですね。これもね、希望を持ってねとかね、そういうことを表すちょっと未来のカードとも近いんですよね。何か今苦しいことがあっても諦めないでとかね、ずっと応援してるよとか、離れていても通じ合うものがあるからねとかね、あとは高嶺の花とか、そういう意味もあるんです。今推しのリーディングでスターが出てくるっていうことは、お日様がもちろんねスター性のある方っていうのももちろんそうなんだけれども、あなたとお日様の間で、あなた自身が悩む時もあるのかもしれない。このお日様を推し活以上のことで見てしまっていたりとか、そういうことも出てくるのではないかな。それで自分の中で葛藤する気持ちが生まれちゃったりとか、うまくいかないからモヤモヤしちゃったりとか、恋をしてはいけない人に恋をしてしまったんじゃないかっていう罪悪感が芽生えたりとか、でもそういうのは自由なんですよって。恋する気持ちっていうのは自由、誰かを好きになるっていうのは誰かが止めるものでもないから、あえてそこに自分でブレーキかける必要はないんだよっていう風に入ってきますね。あとそのお日様を恋愛対象として見ていないっていう方だとしても、あなたが今抱えていることに対して先は明るい未来を届けたいってことはもう共通して入ってくるので、これから先明るい未来になっていくためにそれを願ってくださいって。あなたがもし自分が今抱えていることに押しつぶされそうになった時も、お日様のことを見て元気をもらってくださいって。もし今ここで潰れてしまってマイナスな方へ考えていってしまうのであれば、明るい希望っていうのが遠くなってしまうから、ぜひね下を向かず上を向いて見上げていってくださいねっていう、そんなメッセージも入っていました。はい、それでは最後にこちらのオラクルカードからお日様があなたに伝えたいこと、そしてお選びいただいたオラクルカードからあなたへのメッセージとして好転アドバイスもらっていきます。はい、こちら文章になっているのでね、お日様から伝えたいメッセージっていうのがもう入ってくるかなと思います。1枚出たので2枚もらっていきます。
はい、まず自分自身を愛して受け入れてあげてくださいっていうね、アクセプトのカードが入ってます。あなた自身をまず癒したり愛したりしてください。疲れてませんか、悩んでませんかって。そしてね、自分自身のこと、自分の判断でしていきましょう。制限をかけたり自分自身で決めたりとか、誰かに決めつけられたりとかする必要はないんですよ。誰かに決めつけられることではなくて、あなたが自分で決めることなんですね。ゆっくりと時間を使って自分自身の中で今手放せるものを見極めていきましょう。下を向いている原因は何なのか、溜め込んでいる気持ちは何なのか、どうすれば気持ちが明るくなっていくのか。もしお日様の活動を見ていることであなたが元気が出るのであれば、このお日様すっごく喜ぶと思いますから、辛い時ほどこのお日様からのエネルギーをもらってくださいね。そうですね。なんかね、このお日様から届けられるのって愛なんですよね。自分自身、これもね、自分自身を愛することを受け入れてって、だから全部でマイセルフ、あなた自身のためにっていうことで、お日様があなたのことをすごく強く願っています。あなたの幸せだったり、あなたがあなたのままでいいんだっていうことをね、自分自身に認めてあげることを、このお日様が強く今伝えたいのかなっていうふうに入ってきますね。恥ずかしがらないでっていうのも入ってくるので、あなたは遠慮したりとか、推し活もそうだし、自分のプライベートでもそうだし、今自分の中で打ち出していきたいものがあるのであれば、我慢せず打ち出していきましょう。そのあなたが打ち出したものはきっとこの先の未来届いていくはずです。それはね、そのお日様に何かを届けたいっていう気持ちかもしれないし、自分の今抱えているプライベートのことについてのことかもしれないですが、でもあなたが自分自身を優先的に考えて、どうしたら自分がもっと軽くなっていけるんだろうとか、自分自身を愛していけるんだろうとか、周りの目を気にしなくていいんだろうっていうところに目を向けて、その時に明るい未来っていうのが出てくるんじゃないかっていうお日様のメッセージが入ってきています。自分自身を受け入れる、自分のためにできることをやるっていうことをね、ぜひ心にお受け取りください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これもね、自分らしくいましょう。自由を自分に与えてくださいっていうカードなんです。そしてこちらのオラクルカードは植物や動物が描かれている、カードなんですね。そしてこちらはね、風鳥という、別名極楽鳥と言えるこの鳥が描かれています。そしてこの鳥は忍耐、自由、そしてポジティブに考えて運を掴んでいきましょう。そんなカードのメッセージが入っています。心配事を手放して変容するっていうメッセージも込められてるんです。手放しを行って美しく生まれ変わってください、進化してくださいっていうメッセージですね。そしてこの極楽鳥というのは自由に飛び回り、生涯枝に止まることなく風に乗って飛んでいると言われた、聖書では天国の鳥として考えられていた極楽鳥なんですね。天国の鳥です。天に向かって空高くとどまることなくね、枝に止まらずに自由に自分の行きたいように進んでいたんだっていうふうに言われている鳥なので、あなたも自分の自由っていうところ、心の自由ですね。あと自由な時間作るとか、隙間時間作るってことかな。少しぎゅうぎゅうに予定が詰め込められているような、そんな感じがしたので、今しんどいなとか疲れてるなっていう方はね、自分の心に隙間を入れてあげる、自由な風を入れてあげるとより良くなっていくのかなとも思います。ぜひこちらの極楽鳥っていうのもね、メッセージとしてお受け取りください。今回はお日様の近未来の動き、活躍、そしてあなたのことを認識しているのか、あなたへ今伝えたいこととしてメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。お日様の近未来、
3ヶ月以内の動き、流れ、そしてあなたのことを認識してくださっているのかどうか、どんな印象を抱いてくださっているのか、そしてあなたへのメッセージをもらっていきます。よろしくお願いします。まずはお日様の今の状態だったりとか、お日様のどんな方なのかなっていうところを見ていきます。カラーカード、そしてオラクルカードを使って見ていきますね。はい、見ていきましょう。インディゴ藍色、明確なビジョンを手に入れるという色ですね。考えてることがあるなっていうのは感じます。将来のことだったりとか、もっと先のことを計画していたりとか、自分がどういう自分でありたいのかとか、どういう活動をしていきたいのかっていうところをもうくっきりとはっきりと描いていらっしゃるのかなっていう状態ではありますね。心が広い方っていうのを感じます。あと謎めいているっていうのも感じますね。謎めいてるっていうのは、ミステリアスと言っていいのかな。少しベールに包まれているような、そんなところも少し垣間見えるような。例えばお顔が、出されていない方だったりとか、アーティストさんとでも、歌声だけだったりとか、あとは例えば、配信者なんですけど、実際のお顔だったりとか、そういうところを出していないとかっていうのもね、少し感じますね。ただし意思ははっきりしてるので、例えば言葉遣いがはっきりしているとか、自分は未来にねこういう風になりますとか宣言するとか、あとは、ごめんなさい、あとはそうですね、割と感情をはっきり言うとか、すごい楽しいですとか、そうですね、上下関係に対しても礼儀はちゃんとしてるんですけど、それをわきまえた上で発言されていたりとかっていうところもあるのかな。あんまりうやむやにしないっていう感じはします。そうですね、このカードですね、なんかね優しい感じですね。平和っていうことで心がすごく落ち着く。そしてさっきもねこちらのカード出てきたんですが、そうですね、なんか今の状態とかを見ていると、先ほどのねこのインディゴ、明確なビジョン、そしてやっぱり目標だったり、例えば数字ですよね。こういう数字取っておきたいなとかね、目標に対してここまで到達していきたいなとか、あとこんな自分になりたいとか、こういうふうに活動していきたいっていう明確なものっていうのがはっきりと出てきています。それはでもね、なんか時に自分のそうですね、悩みとかはないんですが、時に何かを犠牲にしてるというか、諦めなきゃいけなかったこともあったんだっていうのが伝わってきます。自分が活動していく上で何かを費やすことがあった、例えば自分の時間を削って、活動していたとか、そうですね、あと、活動のために一人の時間が増えたとか、外出しなくなったとか、そのお日様の活動、どんな活動をしてるかにもよるんですけど、そうですね、なんか最近それを感じたとかね、ちょっと過去を振り返って自分が活動する前、活躍する前とかですね、下積み時代とかのこととかを考えていた時っていうのが最近入っていますね。なんか過去の振り返りっていうのが入ってきます。過去のことを振り返って悔やんでいるわけではないんだけど、自分が歩んできた道をたどって振り返ってみて、あの時ね、あの人と
距離を置くことになったなとか、自分が活動していく上で一人の時間が多くなったなとかね、プライベートで誰かと遊びに行く機会が減ったなとかね、何かを費やして自分の活動の方に集中してきたんだっていう、そのような振り返りを最近したとかっていうのも入ってくるし、あと最近、ゆっくりできたんじゃないかなと思います。このお日様が過去の自分の歩んできたこともたどりながらも、なんか最近お休みあったとか、まとまった休みを取った休暇というか、例えばドラマに出てる俳優さんだとしたら、この撮影期間っていうのが終わって、ドラマとか映画の撮影期間が終わって、ちょうど今オフなんですとかね、スポーツ選手でも今オフシーズンなんですっていう方かもしれないですね。少しゆっくりできたよっていうのが入ってくる。ただ変わらずあるのは、自分のいつだって自分の目標だったり、活動においてのこういう自分でいたいっていうビジョンがしっかりと描かれているっていうのはもう変わらずあります。だから強い意志を持っているってことは、つまり自分の考えをなかなか変えない方だと思います。夢に向かって固定して向かっていくんだっていう、なんかその気持ちだったりとか、もうこんな自分になりたいんだっていう目標がしっかりと定まっていて、そこがぶれないっていうところはあると思いますね。そうですね、遠く離れているファンのことを考えたりとかもしてくださってるので、すごく優しい方だと思います。縁のカード、安泰のカードと入ってるので、そうですね、どこかミステリアスなんだけれど優しさを感じるとか、そうですね、なんかね、そういうなんかちょっとだけミステリアスな感じがするんです。見えないところに魅力を感じる方が多いんじゃないかなと思います。このお日様の全部見せないよみたいな、見せないというか、意識して見せたくないとかじゃなくて、なんかこうふんわりとね、ベールに包まれているような、そんな感じの魅力っていうのが伝わってきます。そうですね、伝わるかなと思います。なんでしょう、遠慮してるわけとかではないんですが、活動していく上で少しこうベールにかかっているところがある。もし外見でもし言うのであれば、例えば顔が少し隠れていたりとか、目に髪がかかっていたりとか、顔出しをしていないとか、何か体の一部が隠れていたりとかするのかなと思いました、外見で言えば。で、あんまり本心とかもそんなに言わない。例えば活動は活動なので、プライベートのことは分けてます、言いませんとか、プライベートを言ったとしても、なんかこう少しこう、なんか謎に包まれているようなそんな感じがしたので、そのあたりがうまく伝わればいいなと思います。では早速見ていきます。このお日様の直近3ヶ月以内の活動の流れ、活躍するかな、どんなことするかなというところを見ていきますね。カップの A と、そしてワンドのエース、いいですね。そしてワンドの6番、すごくいい流れが入ってきています。では見ていきましょう。もう少し。ペンタクル6番、そしてペンタクル8番、そしてエンペラーのカード、運命の輪です。運命の輪、天気ですね。でも天気が2回訪れるっていうのが入ってます。1回目はもうすでに終わっていますね。このお日様の切り替え、リセットっていうのがうまくできたので、今新しい目標が定まったとか、新しい始まりっていうのが出てきてるんです。この変わらずね、自分の未来に対するビジョンっていうのは持っています。持ってるんだけど、今までのことを振り返っていると、一旦ここで環境のリセットだったりとか、自分の気持ち落ち着くようなこと何かしたのかなっていうのが入ってきます。例えば身の回りの整理整頓だったり、人間関係のリセットだったりとか、環境が変わるようなこと、自分の気持ちを切り替えることによって新しい始まり、スタートを切ったんだっていうのが入ってきます。だから少し前までは少し苦しいところにいた、だけどそこから環境を変えたとか、心を
綺麗にしたことによって今違う場所でとか、あと自分の気持ちが新しくなる、モチベーションが高まって次の目標へ向かっていこうっていう風にモチベーションが高まっているような状態です。本当に事務所を移行して事務所を変えて、そこから新しくスタートしますよとか、違う場所で契約を交わしてそこで新しく始めていきますよとか、そういうお日様もいると思います。活動の場所が今までここだったんだけどこっちに移ったとか、国内から世界とか、そういう風にね広がっていったっていうような見方もできます。このお日様も今だいぶ心がクリアになってるんじゃないかなって、楽しいこと、ワクワクすることでいっぱいだっていうのが入ってますね。少し前までは少し、悩むことや落ち込むことをどうしようかなって環境に対して感じていたり、または対人関係とかに関してね感じることがあった。だけどそこからもう切り替えたっていう風になっているので、今までに至るまでに一度転機っていうのはもうすでに訪れています。で、近未来もすごくいいんですよね。勝利を表すバンドの6番が入ってるから、このお日様の目標が一つ叶う、達成されるっていうのが出てきています。その叶うっていうのは今取り組んでることだと思います。例えばアーティストさんだったら新曲作っています、それが発表されて売れましたとかね、あと何かのタイアップが決まりましたとか、発表会、ライブ、コンサートが決まりましたとかね、講演会が決まりましたとか、今新しく取り組んでいることが一つ成功をつかむ時が近未来やってくる。これは3ヶ月以内の出来事なので、今リアタイでご覧になっている方は夏までにはね何か一つ結果を残すような流れになるんじゃないかなっていうのが出てきています。だいぶ自信もつくと思うんですよね。この結果を残すことによって、結果を残すとか成績残す、認められるとか注目度が集まる、新しいことにチャレンジしてそれが成功するっていうのが出てるので、それによって自信がついて自分もっとやれるとか、今頑張ってきたことが成功したから大丈夫だったんだとかね、あの時転機を迎えてこうやってね流れがうまく整ってよかったとか、そのようなお日様のお気持ちっていうのも感じます。周りの方から見て、それはこのお日様を取り囲むスタッフさんかもしれないし、ファンの方のから見てもこのお日様が頑張り屋さんっていうのが入ってきますよね。ずっと絶えず頑張る人、職人のカードが入ってるので、一つの道を極める方なんですよ。だから何かに特化してるっていうのがある。器用な方というよりは一つの道を極めるっていうのがあるので、今この新しいことを始めるっていうふうに言ったんですけど、それはジャンルを広げるのではなくて、自分が今まで歩んできた道をさらにグレードアップさせていくような流れです。例えば歌手の方だとしたら、歌手から俳優をやるとかではなくて、同じ歌手活動なんだけど事務所が変わるとか、あと同じ歌手でも新曲出す時に誰かとタイアップすることをチャレンジしてみるとかで、そうですね、曲を作ることは変わらないんだけど作詞もチャレンジしてみるとか、ちょっとねリミックスしてみるとかね、何かアレンジを加えることによって同じジャンル、歌手っていうね同じところでもその中で新しいことにチャレンジしたりとか、誰かと協力し合うことによって掴み取っていく流れっていうのが出てきています。ジャンルを変えるってことはあまりないですね。アーティストならアーティスト、小説家なら小説家っていう感じで、今の自分の肩書きをそのまま軌道に乗せていくっていうところです。ファンの方から見ていてもすごく真面目で頑張っていて、自分を怠らない人っていうのがありますね。プロ中のプロです。だから本当に長いことを活動している、歌手生活が長いとか、もう何年もずっとね同じことを取り組んでいる、この人といえばこういう曲調だよねとか、こういう雰囲気だよねとかね、それが変わらなくて、変わらない中でも進化をずっとね遂げているような感じです。はい、伝わるといいなと思いました。口下手な方なのかもしれないなっていうのが入ってくるんですね。この2番をお選びいただいた方のお日様が、実際に話すと
照れ屋なのか消極的になっちゃうのか、トークはあまり回すのはうまくないんだけど、でも企画を考えたりとか、あと文章を書くのは得意だったりとか、あとファンサイトに向けて自分から何か発信するのは得意なんだけれども、テレビ出演した時とかにはうまく話せないとかね、曲歌ってる時とか曲弾いてる時はすごくかっこいいんだけど、そこからステージから降りるとちょっとポンコツになっちゃったりとか、ちょっとねトークベタっていうのが少し入ってくるかなと思います。どこかが抜けているような、そういうところですね。自分の領域ではすごくプロなんですけど、領域から外れると可愛らしいところというか抜けてるところも出てくるんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということで、何か秀でて得意なことっていう風に周りの方からも見られてるし、すごく頑張り屋さんですね。これからもその姿勢は変わらないです。新しいことにチャレンジして成功を収めても、基礎中の基礎っていうのは変わらずやっていくと思います。いいですね。すごくね自信がついて、トップに上り詰めるっていうカードも入ってるから、高みを極めてついに王様になったっていうのもね入ってくるんです。その道の王様トップっていうことで、俳優業だったら俳優業のトップっていうね、もう本当に人気絶頂っていうところまで上り詰めていくんじゃないかっていう、またはそういう風になりたいっていうねご自身の意思っていうのもあります。行動していきたいってことですね。せっかくの転機だからこのチャンスを逃したくないとか、しっかり掴んで不動の地位になりたいってことです。安定した人気とか、ずっと長く愛される曲を作りたい、作品を作りたいとか、この道といったらこの人っていう風なね、そんな印象を持たれたいとかね、そういうことも入ってきます。このお日様の願望にも近いかもしれないですね。それに向かってずっとそれはね変わらず持ち続けているんだっていうのは入っています。ただ最近ちょっとオフシーズンというかね、お休みしてプライベートで旅行行ったりとか息抜きとかするような時があったんじゃないかなっていうのは少し感じます。でもどんな時もね、ずっとこの不動の地位を確立させたいとか、ずっと人気者でいたいとか、そういうことはずっと変わらないんです。高い目標っていうのはずっとありますね。人気者とかじゃなくて道を極めたいってことかもしれません。もうトップに立ちたいっていうのはずっとね常に志しています。で今この方が意識していることとかっていうのは、周りとの調和バランスっていうことで、あともう一つは生活プライベートと仕事のバランスだったりとか、あとは収支のバランスですね。出ていくお金と入ってくるお金、受け取るものと自分が与えるものと、でファンの方との両立、気持ちの度合いとかもそうだし、自分が情熱を傾けていればそれ同じぐらいの度合いで結果が欲しいとかね、ちょうどいいバランスっていうところをね、この方は今望んでらっしゃるし取り組んでるんじゃないかなと思います。少し前まで少し不平等だったんですよ、この人から感じることとしては。少し前までは自分が正当に評価されていないとか、どんなに頑張ってもうまく気持ちがついていかないとか、体力が追いつかないとか、周りとギャップを感じるとか、苦しかったところがあったんです。不平等だったっていうところかな、メインとしては。頑張っていても報われなかったとか、やってみたけど成果が残らなかったとか、思うように振るわなかったとか、あとその周りとのバランスもそうですよね。うまく整わなかった、こんだけ一生懸命時間使ってもいただけるお給料が少なかったとか、そうですね、売り上げが思う通りいかなかったとか、不平等さっていうところが前あったんですけど、そこからはもう切り替わって流れは良くなっています。そしてあとは流れが良くなったからうまくバランスとってやっていきたいなっていうところで今取り組んでいかれてるんだと思います。ファンの方に対しても誠実な方っていうのが入ってくるので、ファンの方を裏切るようなことをしないっていうのが入ってきます。そういうことはしないよっていうのが伝わってきますね。そしてすごく大切にしてくれるっていうのが入ってます。ファンの方との時間を大切にするっていうのが今意識していることだっていうのが入ってます。そしてもう一回転機がやってくるんですね。もう一回2度目の転機がやってきて、こっちの方が転機として大きいです。この3ヶ月後ぐらいだと思うんですけど、すごく大きな転機を迎えます。3ヶ月後なので、もしリアタイでご覧になっている方は夏7月とかなんですけど、そ
その時に転機を迎えて、その転機の結果が出るのが9月かなと思います。7月あたりに転機を迎えて、それをうまくキャッチして生かしていって結果が出るのがドンと出るのがね9月っていう風に読みますね。なのでこの秋ね9月ぐらい期待してください。でも何かこう前触れとして7月に大きなことがやってくる、気になりますよね。何どういうこと起きるのっていう風に気になるので、ここもどんなことが起きるのかっていうのでもらっていきましょう。それはルノルマンからもらいましょう。この人が大きく躍動するチャンス、例えばお話がね、お誘いがね入ってくるのかもしれないし、オファーがね入ってくるのかもしれないし、この人がやりたいって思ってることがやっと成果がつかむチャンスかもしれません。ただ今自分が極めてることっていうのは変わらず向かってやってるので、いきなりね歌手やってたんだけど俳優になるとか転校することはありません。ずっと同じ道でやっていきます。その中で転機が7月ぐらいに現れる。どんな転機が現れるのか、これですね。犬のカードです。なんか強力な仲間っていうか相棒ですね。すっごく信頼できて頼もしい仲間、相棒、パートナー、ビジネスパートナー、お日様のマネージャーとか、一緒に仕事をする方、コンビを組むとかコラボするとか、それぐらい仲良しの方が現れて、その方と一緒に活動するのかな。それが売れるとか、歌手で例えるのであればコラボをしてすごくそれがヒットを生み出すとかかもしれません。すごく信頼できる方とのお仕事っていうのが入ってきますね。お仕事や活動です。それはすごく人気のある方だと思います。その相棒もね、パートナーになる方も、その方と2人で新しいことを始める、ユニットを組むとかかもしれないし、今その歌手の方として家庭でお話進めてるんですけど、歌手じゃなくてね、私の推しは小説家なんですとかアイドルなんですって方もいると思うので、ダンスやってるんですとかいるかもしれないので、推しの方にね当てはめてください。その同じ業界の方とコラボして何かを生み出すきっかけが7月で、その結果が出るのが9月です。ではこのようにねお日様の流れを見ていきました。でもすっごくいい流れです。頑張ってることが実を結ぶんじゃないか。でプラスラッキーなことが訪れるので、コラボのお誘いが来たりとかっていうのがあるんじゃないかなと思いました。あとお声掛けいただくっていうことですね。それは信頼できる相手とのコラボっていうことで。では次見ていきましょう。あなたのことを認識してくださってるのかどうかっていうことでね見ていきましょう。こちらのタロットカードから見ていきます。ドキドキしますよね。推し活をしていますあなたが、SNS で発信をしている方もいるでしょう。何も発信もせず陰ながら応援していますっていう人もいるでしょう。ライブには欠かさず行っていますっていう人もいるでしょうし、ライブには行けないけどずっとねオンラインで応援していますっていう方もいると思います。認識しているのかどうか、お日様があなたのことを認識してくださっているのかどうか。ワンドの9ですね。認識してるかどうか、認識してるけど少し離れてるかなっていう感じがします。だからその近くでは会ってないんじゃないかなっていう感じですね。ワンドの9番っていうのは少し遠くに離れていて、そこから様子を伺っていたりとか、慎重になっているっていうカードなので、ただ見てはいるんですよ。見ていて目の前にねあなたがいるっていうのはもう認識はしてるんですけど、歩み寄る姿勢っていうのがあんまり伺えない、慎重になってるっていうところなので、うまくね距離感を取っていかなきゃなっていうところは感じてるかもしれない。推しとファン、推し様とね活動者とファンっていうねこの垣根っていうところを越えないように慎重になってるなっていう感じはします。多分ペンタクル6番が出てるので、
しっかりと線引きしといた方がお互いのためになると思うしっていう風にね感じてるところがあると思う。誰かを特別扱いしないとかね、そういうところです。平等にっていうのを今すごくご本人が意識されてるんですよ。平等っていうところを公平に平等にっていうところで、それはその収支のこともそうですし、周りとのバランスっていうこともそうなので、誰かだけを特別扱いするっていう意味でもね、そういう意味でもそこは平等にってことを意識してるのかも。でも慎重になってるけどあなたのことを見てるっていうのが気になりますよね。この人のもう少しね奥底っていうところを見ていきましょう。でも見ていますよ。準備をするっていう意味もあるので、ソードのキングですね。奥底見ていくとなんか自分の中でそうした方がいいんじゃないかっていうふうに、決めたんだっていうのが入ってますね。こうワクワクして仲良くしたいとか自分から動きたいとかではないんだけど、あえてねここで平等性を保つことがいいんじゃないかっていう風にね慎重になってるのと、しっかりと考えてそう決めたんだっていうね、この自分で決めたってことはやっぱりこの人ね、一度決めたことは簡単に覆すような柔らかさ、土台が柔らかい人ではなくてしっかりしてるからこそ、だから信頼できる人っていうのもあるし、簡単に意見を変えないっていうところがあるから、今自分が取り組んでることに対して、あなたっていう存在はとてもね見てるし気づいてはいるんだけど、じゃあそれ以上の関係性、垣根を越えてっていうところまではいかないように線を引いてるところはあると思います。そうですね、平等のもとっていうところでね、ただしっかりと見てるし認識してます。はい、心の中の方がはっきりとしてるので、表に立ってはこうね、もしかして私のこと気づいてないんじゃないかなって思ってるかもしれないけど、はっきりと認識してるっていう風に入ってきてるので、ただそれを表に出さない方がいいんじゃないかっていうのは出てるよっていうのはあります。ではどんな印象を持っているのかなっていうところでもらっていきましょう。ではまずこちらのオラクルカードからもらっていきます。あなたはどんな風にお日様から見えてるのか。そうですね、その推しとファンというねその間柄であればすごくこう嬉しいんじゃないかなと思います。今この人が意識してるのは平等性っていうところなので、ただあなたのことを認識してくださっていてどんな風に見えてるのかなっていうのをもらっていきます。まずあなた、お日様から見たあなた、笑顔すごくいいですね。最近何かお日様とありました？ちょっと前、あなた自身とお日様の間で、もしくはあなたが推し活をしていて嬉しかったこと最近ありました？1ヶ月以内、もしくはそうですね、リアタイでご覧になっている方は1ヶ月以内かなと思います。なんか嬉しいことあった。例えばライブのチケット当選したとか、もうすぐ推しに会えるとか、推し活していて目当てのねグッズをゲットすることができたとか、あなたにとってこう嬉しくてこう笑ってねこう笑顔で過ごせるような推し活の時っていうのがあったんじゃないかなっていうのを感じるし、あともう一つはお日様から見てあなたの笑顔が素敵っていうのがそうですよね、入ってきます。笑ってる姿ってことなので、推し活をしていてあなたが喜んでいる、最近とっても嬉しかったっていうのがまず一番ダイレクトに伝わっています。そしてもう少しね見ていきましょう。ルノルマンからももらっていきます。はい、なんかすごく嬉しいことあったんじゃないかなと思います。ライブ行けたよとかね、なんだろう、推しの配信見て嬉しいことあったよ、コメント読み上げてもらったよとかね、最近ですよ、嬉しいことあった。レディーのカードです。これ認識してますね。すごくあなたのことを意識してますよ。認識っていうか意識してます。あなたそのもの本人っていうのが出てきたので、しっかりと見ていますよ。心の目は向いています。でも表面には出していないと思います。表面上はあくまでもみんな平等っていうのがまずベースにあるので、
なんかね、あなたに踏み込んでいくのもすごく慎重に考えている。でも見てますね。見てますなのでアカウントを見てる、知ってたりとか、あなたが推し活しているアカウントね見ていたりとか、そのものですね、 SNS の活動を見ていたり、あなたがこう推しのハッシュタグつけて投稿してるのを見ていたりとか、もうそのまま存在感っていうのを感じてるので、投稿してるな、そういうファンがいるなだけじゃなくて、あなたのアカウント名を知ってるとか、お名前知ってるとか、お顔知ってるとかだと思います。で、笑顔も見れてるので、お顔を知ってる可能性が高いですね。なんかすごくね、これは素敵な展開になってきました。わーってね、すごい見てるんだって思いました。でも平等性を保たなきゃいけないなっていうところはね、理解してほしいなっていうところは伝わってくるんですね。それも活動者ならではで致し方ないかなとは思うんですが、心の目はねしっかり見ていますね。はい、もう少しもらっていきましょう。お日様から見たあなたの印象です。はい、見ていきましょう。シアン、自信を持つって色でいいですね。なんかお日様に勇気を与えてくれる存在だったり、まず目立つっていうのが入ってきますね。鮮やか、目立つ。それはあなたの例えばアカウントだったり、写真投稿しているお洋服の色が鮮やかだったりとかね、ネイルの色合いとかね、そういうのを見てるのかもしれないし、もう実際会った時にあなたが鮮やかなお洋服を着ていたとか、鮮やかに笑っていたとか、表情ですよね、そういうところがすごく印象的だっていうのが入ってきます。すごくいいですよ。もうちょっとね、マーメイドのカードからももらっていきましょう。はっきりと認識していますっていうのが伝わってくるので、でも表には出していない、出さないようにしてると思います。お日様から見たあなたの印象、動く、行動する行動力があるっていう風に見ています。あなたがお日様に向かって行動したことを伝わってるし、目立つ。そうだな、今動こうとしてることありますか？今というかもう現在進行形で、近い将来とかではなくて、まさに今あなたが推し活で何かしてる最中とか、嬉しかったことがあったとか、それが全部伝わっています。はっきりと何か行動に示したことがある。例えば推しの近くに行ったとか、会えたとか、なんかもっとはっきりしたことですね。例えばファンクラブ内で、あなたの、なんか質問をね読み上げてもらったりとか、なんかそうですね、ピックアップされたとかね、嬉しかったことがあるんじゃないかな。だからそのお日様もあなたっていうね、姿、存在、名前、あなたが動いたこと、動きとかね、そういうのも全部ね目立ってね入ってきてるよっていうのが伝わってきてます。行動力がある。推しが動くではなくて、あなたの動きに注目しているっていうのが入ってきます。じゃあ、あなたが今動いてること、推し活してることについて、この人はどんな風に思ってるのかってところまで深く見ていきたいです。気になりますよね。このタロットからもらっていきましょう。あなたが動いてきてくれてること自体はすごく嬉しいんじゃないかなと思うんですよ。例えば喜んでくれてるなとか感じていたり、例えばCD ショップに発売日に並んでくれて、1番我先にとね、1番に並んでね、朝早くから並んでくれてるなとかね、そういうのも伝わってるんじゃないかなと思います。あなたの応援の声も届いてると思います。運命のは、リンクしましたね。2枚目です。会えるんじゃないんですかねという風に入ってきますね。天気にあなたが関わってるよって、先ほどお伝えしたお日様の流れ、7月中の企画が9月にヒットするっていうところで、
それはねコラボの活動なんですが、多分ね可能性高い。もしくは信頼できるマネージャーさんとか近くのスタッフさんの力添えでヒット作が生まれるとかっていう可能性の流れなんですが、それプラスね、あなたもリンクして運命の輪が入ってきて、お日様が今あなたが動いたことによってどんな風に感じるのかって言ったら、それもまたお日様の天気後押ししてくれることになるんだっていうことが出てきています。一方では7月から9月にかけて会えるチャンスがやってくる。それはそのライブとかね、なんか顔合わせするタイミングがあるのかなっていうのも、ありますし、あなたが応援する力がこのお日様の天気につながっている可能性がすごく強いっていうのが入ってきます。すごく力強いカードなんですよこれ。すごくしっかりと地に足をつけて自分の意思を表明していくっていうカードで、そのことによってお日様の天気を後押しする、なんかその運命の女神のようなね、そんな存在だっていう風に入ってきます。お日様が感じるあなたの印象です。すごく個性的、あなたのそのものの姿、声、表情、そういうものを読み取っているので、会ったことあるとか、ライブ中でも目が合ったことあるとかっていうぐらいね、あるんじゃないかな。心のつながりっていうところを感じますね。ではお日様から最後にね、あなたへ向けてのメッセージっていうところをもらっていきます。でもな、意識しているところはやっぱり平等っていうところなので、やや慎重にはなってるなとは思いますね。その表だってね、あまり特別扱いしないようにしようって意識しているところはあると思いますね。ではではお日様が伝えたい、あなたに何を伝えたいのかっていうところをもらっていきます。いや、運命の輪がね2枚ねシンクロして入ってますからね。そのお日様の活動だけじゃなくて、2人がこう2人にとっての転機が7月から9月にやってくるのではないかと。はい、これですね、もらっていきましょう。メディテーション。メディテーションはね、瞑想のカードで、今に集中するとか、そうですね、浄化するとか、心をクリアにするとか、そのような、ね、お日様が伝えたいこと、あともうちょっと待っててねとかっていう感じかな。エネルギーをためる、今心をクリアにしておいて、次の転機というか次のチャンスに備えておいてねとかね、静かな時を過ごすっていうこともそうです。ペンタクルのナイトです。お日様があなたに伝えたいメッセージ。がっかりしないでね、悲しまないで、大事なことは目に見えないところで感じてほしいし、そして全身のカードが入ってくるので、前に進むことを諦めないで、心の中でイメージして、そしてこれは進むっていうカードですね。あなたのペースで大丈夫、自分が安心できる方向へ進んでいこう、不安だったら立ち止まってもいいんだよ、そしてあなたが進みたいと思う方向へ進んでみて。それはこの方をね応援するっていうことにもね該当するし、あなたのライフスタイルそのものかもしれません。今立ち止まってもいいんだよ、ゆっくりと今っていう時間をかみしめていきながら、自分の心をリセットして浄化して、そして自分が進みたいタイミングで進みたい方向に舵を取ってやっていってもいいんだ。ただし前に進むっていう気持ち、そして行動っていうのは、それこだけは忘れないでねっていうような優しいね印象で入ってきますね。明るく捉えてねっていう風に入ってきます。もしあなたが今落ち込んでいるのであれば、その悩みはいずれ解消される、もうすぐですね、この先解消されていくので、あとゆっくり眠ってねっていうことでしょうか。体調が悪い方もいるかもしれないですね。ずっと体調が悪いっていうよりは波があるんですよね。体調のサイクルっていうのがあって、例えば月経痛がひどいとかね、
定期的にサイクルがやってきてこう落ち込んじゃう時がやってくるとか、そういう波もあるんだけれども、感情の波かなとか体調の波があるんだけど、でもそれでいいんだって、いいんだってね、無理して元気出してやっていかなきゃとか、そういうことを強く考えすぎる必要ないよっていうのはお日様からのメッセージで入ってきています。眠れる時にゆっくり眠って休んでね、そして動きたい時に動くんだよっていうカード、そうですね、このメッセージも入ってますし、これもね、自分の時間を大切にするっていうことだから、人疲れしちゃってるとか、なんかこう自分のペースでやっていきたいっていうようなあなたのお気持ち、今の現状っていうのが少しね感じます。あとは最近嬉しいことがあって、すごくね嬉しいっていう風にやったって思う最近の出来事があって、なんかそれでねアクションを起こした推し活で、こうなんか大きく動いたことありませんかっていうのが伝わってきますね。ここで何か、決意を持って自分の中で勇気を持って行動したことや嬉しいことがあったから、さらにねこう自分でもっとやってみようって思って積極的に動いた、働きかけたこと、ただしその働きかけたことが結果がもうすでに出ていて、あなたがそれが自分が望む形ではなかったのか、それとも、行動に起こしていて今結果待ちなのか、それとも推し活はすごく順調なんだけどプライベートは今少し一人の時間が必要な時なのか、このように入ってきますね。どちらかでお受け取りください。推し活で今こう荒波に揉まれていて、周りとの摩擦が生まれていて、自分一人で推し活する分にはすごく楽しいんだけど、周りと一緒に推し活するのが今ちょっと辛いなとかね、苦しいなと思っていたりとか、またはプライベートで今ゴタゴタしてるので推し活しているとすごく安心する、どちらかかなと思います。ただお日様がこう総合的に言ってるのは、自分の時間大切にして、あと体調を気遣ってるかな、とても気遣っていますね。もし落ち込んでるのであれば暖かくしてゆっくりと眠って休養をとって、いいんだよって、今は一人でもって、一人が孤独イコールね孤独だけではないよって、一人でいるからこそ見えてくるものもあるし、感じてくるもの、湧き上がってくる思いとかもあるから、それを大切にしてって、あなたにはあなたのペースがあって周りと合わないとか、そこで苦しんでるのであればそこにもうとらわれる必要はないよっていうのはお日様からのメッセージで伝わってきます。でメディテーション、瞑想っていうカードが入ってる。だから一人で瞑想する時間を作るっていうのがおすすめなんじゃないかっていうお日様のメッセージも入っていますね。とてもね落ち着いてリラックスしてあなたのペースで進んでっていう風に入ってくるので、今ねあなたの中でも時間の見直しが必要だったり、そうですね、そういう時期に入ってるのかもしれません。ただお互いの転機っていうのが訪れるので、お日様が転機を迎える時に連動してあなたも転機を迎えるんじゃないかと思います。もちろんね最近嬉しくて行動に起こしたことっていうのも推し活したことっていうのもあるんだけれど、それ以上に嬉しいことがこの先待ってるんじゃないかなっていうのも未来が見えましたね。はい、ではこちらのオラクルカードからお日様があなたに伝えたいこと、メッセージをもらっていくのと、お選びいただいたオラクルカードから好転アドバイスをもらっていきます。そうですね、ではこちらのメッセージをもらっていきましょう。信頼してくださいっていうメッセージですね。あなたにとって最善の選択をしてください。自分にとってより良い道を探すとか、動くための方法を見つける、手段を見つけるとか、自分にとってね何が一番ベストか、ベストな道、自分のペースでいいよっていう風に出てるんですね。無理して大きく動こうとしなくても大丈夫、周りに合わせなくてもいい、あなたが心のままに動きたい方向へ動いてねっていう風にお日様からのメッセージが入っています。
あなたの人生がどのように展開していくのかっていうのをイメージしましょう。瞑想して、そして人生があなたに対してどのように起こるのかということではなくて、あなたのために、自分のためにどのように起こってくるのかというのを瞑想イメージしてくださいということで、そうするとおのずと自分にとってベストな推し活、もしくはベストな生き方とかね、そういうようなものが見えてくると思う。いつだって推し様はあなたにとってね、最善だって思えるような道を提供したいと思ってるし、応援してるしね、あなたの笑顔を守りたい、そのような推し様のお気持ちっていうのも伝わってきます。少しこらえることが必要になってくる時もあると思うんですね。なぜだったら、推し様は本心のところではあなたをしっかりと見ているし、認識してる。だけどそれを表に出さないっていうところがあるから、でもこの人は納得してそのような形をとっているんです。でもあなたの中ではそれがもどかしいな、表に出してくれたらもっと伝わりやすくていいのになって思うこともあるかもしれないから、時にはね、待ったり忍耐っていうのが少し入ってくるかなと思います。こんなに大胆に動いたのにっていうふうに思っている方も中にはいるかもしれない。ということで、お選びいただいたオラクルカードから好転アドバイスをもらっていきます。こちらのカードは柳のカードです。植物や動物が描かれたオラクルカードで、このカードは柳です。すべてを受け入れる。カードのメッセージは直感、優雅さ、そして同じくメディテーション、瞑想っていうワードが入っています。心に休息を入れていきましょう。休んでください。ゆっくりとね、ほっとくつろいでくださいっていう風に入ってるんですね。そして柳の花言葉は愛を受け入れる。そしてその愛っていうのは嬉しいことだけじゃなくて、忍耐だったり耐えることだったり、耐え抜く愛とかね、信じ抜く愛とか、嬉しさだけではない、それらも全て愛情として受け入れようということと、あともう一つは自由っていうね、花言葉もあります。ということは、今あなたが窮屈な思いをしている可能性がある。心が窮屈だとかね、あとは思ったように結果が出ない、大胆に動いたんだけどうまくいかなかったとかっていうことが最近あったとか、周りのことを考えて自分がどうしようかなっていうふうに思っている方もいると思うんです。まずはゆっくりと休んでねっていうカードがこの4枚から感じるので、その後はね、あなたの中で答えを見つけたら、あなたのやり方でいいんだって、自分のマイペースにゆっくりと進んでもいいからって、時にはね、早く動きたいと思ったら早く動いてもいいし、あなたのペース、あなたの波に乗って構いませんって。そしてそのまま推し活を続けてくれると、すごくこの推し様にとっての大きなサポートになると思うんですよね。力がすごくあるんです。あなたが推し様の転機を生み出す要素にもなり得るような、それぐらい力強いエネルギーっていうのがあるので、あなたの応援がいかにこの推し様の背中を後押ししてくれてるのかっていうのが分かるような、このリンク性の高い運命の輪っていうのが入っていました。今回は推しシリーズ、推し様の直近3ヶ月くらいのね、流れと、そしてあなたのことを意識している、認識しているのかな、どんな印象を持っているのかなっていうことと、あなたへ向けてのメッセージをもらっていきました。ぜひお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ、推し様の直近3ヶ月間の流れ、活動の流れと、そしてあなたのことを認識しているのか、どんな印象を持ってくださっているのか、推し様からあなたへのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。まずはカラーカードから推し様の今の状態だったり、この推し様がね、どんな方なのかなっていうところをもらっていきます。
見ていきましょう。翡翠色、はい、行動を起こす。いいですね。最近、これから活動的になっていくというか、この近い未来に大きなイベントが控えてるとかっていう感じがします。今から 1,2 ヶ月先ぐらいだと思います。私それに向かって今自分で取り組んでいるとか、もっとねこう吸収していろんなことやってみたいとか、前向きに取り組んでいる、まっすぐと成長している姿が伺えます。いいですね。心に光も入り込んでいるので明るいです。何かを起こす、行動を起こすんだったら、アクションを起こすんだったら今なんじゃないかとか、もうちょっと 1,2 ヶ月先かなぐらいのことを今考えているんじゃないかなっていうのも伝わってくるし、とても心が澄んでいます。癒しの力、癒しだけではなくて浄化、心がクリアになるような、そのようなお日様の今の状態っていうのが伝わってきます。落ち着いてるというよりは澄み渡っているようなね、そんなイメージですね。こちらのオラクルカードからももらっていきましょう。この2枚でね、お日様の状態っていうのを見ていきます。ですね、健康面的にも問題がないような気がするんですが、どうでしょうか。少し健康のことが今入ってきてるので、健康が回復へ向かってるのか、未来のカードですね。フォーチューン。先のことを考えているとか、自分の未来を思い描いているとか、未来ね、もっとこう良くなっていったらいいなとかね、そのようなお気持ちがあります。未来を描いている。で、光に向かって自分が動くっていうのが変わらず入ってくるので、その光というのは自分の多分思い描いている未来像なんですよね。このような状況や環境になっていたいとか、例えばこのような作品に出たいなとかね、こういう活動をしたいなとか、その自分の計画がうまくこう実現化していけるようにっていうような願いにも近いような思いでいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。あとやっぱり気になるのが健康面っていうところなので、後で少しねカードを出してみていきます。そうですね、ゆとりがある、できる、今以上にゆとりができていくと思いますね。あと行動を起こすっていうのは、何をどんな風に行動を起こしていくのかっていうのも気になるので、このお日様のまず3ヶ月以内の流れ、動きっていうところをまずタロットで見ていきます。そうですね、未来でも明るいことを思い描いているっていうのはね、出ていますからね。今考えていることを行動に移すのは 1,2 ヶ月先なんじゃないかな。でも今はもう本当にね、リアタイでご覧になっている方はまさに今これからっていうのも感じるので、そうですね、今っていう可能性も高いかな。もしくは今から 1,2 ヶ月先。ではお日様の3ヶ月の流れ見ていきます。はい、ワンドのページ、そしてワンドの3番、はい、そしてペンタクルの8番。いいですね、やる気に満ち溢れている。カップのクイーン、そしてソードのキング、はい、ペンタクルのキング。もう1枚出します。ラバーズのカードです。はい、ラバーズいいですね。お日様、交流関係とかが広がっていく、人脈が広がっていくっていうのがこの一連の流れで読み取ることができます。たくさんの方が関わってくる、今以上にね関わってくるんじゃないかな。なので大きなプロジェクトに参加したりとか、例えばファンクラブを開設したりとか、たくさんの人の行き来がある、そうですね、なんか撮影が始まるとかね、なのかもしれません。未来を描いているっていうところは変わらず出てきていますね。大きな展望を持っていますから、それに向かって自分が必死に努力して頑張って取り組んでいくんだって、その未来ですねは少し大きなことかもしれません。例えば世界進出を狙っているとかね、大ベストセラーを
欲しいな、目標にしてるなとかね、高い目標っていうのが入ってきます。ただそれに負けることないぐらいの情熱を持って自分取り組んでるんですっていうのが伝わってくるので、日々努力されてると思いますね。これから先の近未来でもそれは変わらず出ています。ただこうなったらいいなって思ってるだけじゃなくて、ちゃんとね陰で努力するよっていうね、この匠のカードも入ってるので、一生懸命毎日コツコツ頑張るっていう姿が見えています。しばらくはお仕事一色なんじゃないかなっていうのも感じますね。そして少しだけここに柔らかさが達していくような流れになっていきます。例えば視野が広がると言ったら伝わるかもしれません。今自分の目標に向かって脇目も振らずにずっと頑張り続けているんだけど、時々立ち止まって休んでいこうかなとか、力を貯めていこうかなとか、力の使い方をうまくね調整取ろうかなとかね、少し柔らかさが足していかれるような、それをまた求めているのかもしれませんね。柔らかさを求めている、または癒しを求めているのか、頑張ってる自分にご褒美が欲しいなと思ってるのか。ファンの方々はすごくこのお日様を応援しています。まっすぐ伸びていく自分自身も、そして周りからの期待も、だから急成長とか急上昇とかっていうワードが入ってきますね。この方が活動するとX のトレンドに乗ったりとか、ハッシュタグがつけられるとかっていうぐらいなんか急上昇っていう感じで短いスパンで伸びていくっていうのが伝わってきます。そうですね。この人の中ではもっとじっくりと腰を据えてやっていきたいっていうふうに思ってるんだけど、息抜きが必要かなっていう感じもします。でもうまくできますよっていうのも入ってるんですよね。ただただ仕事するだけとか活動するだけとか、それに追われて疲れちゃうとか、いっぱいいっぱいどうしよう余裕がないとかではなくて、うまくこなしていきながら、そこで新しい可能性を見つけたり、コミュニティに入ったり参加したりとか、人脈が広がっていく、迷っていたことも一つ答えが出て、これから決めてやっていこうっていうふうに思えたりとか、そうですね、ファンとのつながりってことかもしれないですね。もっとつながれるような方法、やり方、場所を見つける、コミュニティの場を設けるっていうことですね。自分の活動に関わる方々とのつながりがどんどんと盛んになっていくようなところです。この方、今自分自身に余裕が欲しいのかなっていうのも感じます。余裕っていうのは余裕がないわけではないんですけど、さらにね落ち着いて物事に取り組んでいきたいとか、急上昇というよりはもうちょっと確実にゆっくりと安定した人気をとか、安定した活動頻度ですね、頻度を保っていたいなとかね、そういうお気持ちもあります。そしてトップですよね、キングのカードなので、自分が常に安定した地位でありたいっていうことは入っています。望みですね、願いとして入ってるし、高い目標に向かってめげずに諦めずに頑張り続けたい、そういうお気持ちも入っています。また人前に立つ、人の上に立つ力を持っている方だから、活動者としては最適な方だと思います。でクリエイティブ要素が加わってくるので、活動者だからね、今までずっと続けていたことプラス何かを足す可能性がありますね。新しい選択方法が見つかるとか、いつもねここね歌手でいつも例えてしまうんですが、歌手活動を行っていたんだけど、俳優活動にも挑戦してみようかな。だけど自分の活動頻度っていうのはすごく高いんですよね。この人不定期更新じゃなくて、なんだったら毎日更新とか、今以上に更新が増えるようなこと、活躍の場が増えるようなことを今考えてるんです。で実際にそのように流れていくし、でプラスクリエイティブ要素が欲しいと思ってるので、なんかこう発想力とかになるようなイメージが湧くような場所に行きたいと思っていたりとか、あとは交流ですね、誰かから刺激をもらって影響を受けて自分の作品を生み出したいと思っている可能性が高いなと思います。もう少しもらっていきましょう。ワールドのカードですね、強いなと思いました。そう
そうですね、あとこれがあれば自分は、完璧になれるのにっていうね、理想も高い、描いてることも考えてることもまた次元がね一つ高いところを考えていらっしゃるし、何が自分にとって足りないんだろうっていうのは、クリエイティブな力の他に余裕だったり、そうですね、なんかこうもう少し柔らかさっていうのが足されると、自分はものすごく完璧になれるのになっていうのが入ってきています。または統合を表すので、周りとのつながりっていうのをすごく強く求めているのかなっていうのも感じますね。ファンの方にとっても今まで以上に優しく接していきたいとか、もっと密にね接したいとか、そういう気持ちも芽生えています。新しいことにチャレンジする、新しい可能性にかけてみるっていうこともそうだし、それをやってうまくいけば全てのピースがはまって自分の理想を描ける、理想に手が届くんじゃないかっていうのを今考えていますね。隙を見せたくないなっていうのもあるんです。そうですね、この辺りのカードからもそうですね、なんか親しみやすさというよりは完璧なお日様っていうところなので、失敗は許されないとか、自分自身にプレッシャーをかけていたり、失敗から学ぶこともあるんだよねっていうような今の状態から、これから先は失敗が許されないっていうところに入っていく流れなんです。だから柔らかさがあればなおいいんだけどなっていうところにもなっていくんですよね。忙しくなりそうです。これからもっとさらに忙しくなって、そうですね、案件が増えたりとか、なんか砕けた感じになりづらいような雰囲気とか忙しさになってきます。多忙になるんですね。もう少し自分の中では落ち着いて行動したいなとかね、定期的に配信したいんだけど、本当に毎日詰め込むかのようにスケジュールがパンパンになる可能性があるので、でもそれがね悪影響になるわけではないんですよ。その中でうまくやっていければっていうふうに本人の中で考えてるから、じゃあオラクルカードから1枚もらっていきましょう。どんどん完璧な自分を演じてしまおうって完璧な自分を演じなきゃっていう風になっていきそうな気がするんですよね。もう少し見ていきましょう。助力です。助け欲しいなって、本当は手を差し伸べたいし、差し伸べてほしいしっていうことで、誰かと手を取り合いたいファンの方だったりとか、あと自分の身の回りのスタッフさんとかですよね、事務所の方とかともう少し気持ち通い合わせてやっていきたいなとかね、協力して何かを生み出したいなとか、必ずここはコミュニケーションが必須になってくるっていうのがこれから先見えてるんだけど、果たしてこの活動頻度で自分の体が追いつくんだろうかとか、心に余裕がなくなっていってしまうんじゃないかとかね、そういうところが少し入ってくるかなと思います。新しいことをチャレンジする、その新しい始まりっていうカードはエースのカードは入っていないんですけど、ただこれは新しい扉が開かれて、そうですね、新しいことにチャレンジするっていうお日様もいると思うし、あとこれ窓を開けることによって空気が入れ替わるじゃないですか。なのでお日様の気分を変えてくれるような何かが欲しいなっていうことがここで現れてるんじゃないかなと思います。それは自分だけではなくて誰かからもたらされるようなことだと思います。ファンの方かもしれない。そうですね、ファンの方か共演者の方とかね、誰かと一緒に何かを取り組むことによって自分の中の新しい可能性を見ることができる。今必要なのは誰かとのつながり、周りとのつながりとかコミュニティとか助け合いとかね、人の気持ちとかそういうところですね。自分だけの世界に閉じこもっていちゃダメなんだっていうところに気がつくことができるんじゃないか。そして一つ健康面で気になっていたとっていうふうにさっき喋っていたので、
健康面について見ていくんですが、健康面はね問題ないと思います。大丈夫だと思います。ただ頑張ろうって思えば思うほど心に余裕がなくなっていってしまうので、怪我とか体の負傷、体調悪くなるとかっていうよりはメンタルが崩れる可能性の方が少し若干高い気がするので、でもそういう時もね周りの助けっていう援助っていうのが入ってくるから大丈夫かなとは思うんですが、強いて言えばメンタルの面の方が若干ね可能性としてはあるかなと思います。あまり完璧を求めすぎなくてもまだ大丈夫だよ、余裕持ってねっていう風に伝えたいし、また本人もね余裕持ってやっていきたいっていう気持ちと完璧にこなさなきゃいけないって気持ちと両方が今せめぎ合ってるような流れになっていくので、そこでうまくねバランス保っていけるといいのかなっていう風に読みますね。この活動の全体的な結果としてはすごくいい流れになっていくと思います。道を極めるカードも出ていますし、先を見据えてコツコツと努力する修行していくような流れですね。そしてゆくゆくは自分がトップ、もう急上昇っていうのがぴったりかな。急激に伸びる、ぐんと伸びるとか一気に有名になるとか、そのような流れで入ってきています。ではお日様の活動っていうところを見ていったので、じゃあこのお日様があなたのことを認識しているのかどうかっていうところをもらっていこうと思います。はい、ではこちらのタロットカードからもらっていきます。あなたのことを認識していますか？そしてどんな印象を持っていますかっていうところでもらっていきます。では見ていきましょう。認識していますか？ソードの8です。そうですね、可能性がちょっとね低いかもしれません。ちょっとごめんなさい。認識していない、まだこの見えていないっていうのがあるので、認識していないかなと思います。自分自身で見ないようにしているっていうのもあるので、今視野が狭くなってるんじゃないのかな、お日様が。どうかな。いやでも絶対狭いっていうわけではないんだけれども、どっちに転んでいくかっていうところですね。メンタルを崩さずにやっていくのであれば、大きな成功や成果、急上昇っていうところがぴったりとはまってくるし、周りとの協力っていうところもはまってくるし、メンタルが崩れていくと完璧じゃなきゃいけないっていうふうに思えば思うほど追い込みすぎちゃっていって、そうなると視野がどんどん狭くなっていってしまって余裕が持てなくなってしまうので、そうなるとより悪影響になっていくかな、悪循環にはまっていってしまうかなっていうふうに感じます。そしてあなたのことを認識しているかっていうふうになると、もし認識していたとしても、それはそのネット上でのあなたの姿っていうことになるので、本名を知らない、顔を知らない、だけど応援してくれてる姿を知ってるとか、はっきりとこの人はあなただよねとか、あなたイコール〇〇っていうアカウントだよねとか、そういうところまでは把握していないような気がします。もう少しこの人の心の奥を見ていきましょう。ソードの点、そうですね。なんだろうな。なんか一時活動がストップしている時がありましたか？もしくはあなたがしばらく推し活を休んでいたとかっていうことかな。なんかこう止まってるんですよね。なんかアカウントが止まったとか、このお日様のね、公式のアカウントが1回止まってるとか、あと更新頻度が遅い、ペースが空いてるとか、1年に何回かしか更新しないとか、あんまり豆というか頻繁的に活動されていなかったのか、ファンとの交流の機会があまりなかったっていう風に入ってくるんです。ちょっと前ですね。ちょっと前までっていうか、そうですね、つい最近まで何年かの間ファンとのつながりがない、あんまりそういう接点がないというか、例えばファンクラブがないとか、実際にやり取りする機会が少ないとか、ライブがないとかね、
ファンとして集まる場所がないとか、この推しとやり取りするコミュニケーションを取り合うような時が今までなかった、断たれていたとか、もともとあったんだけど断たれていたとかね、もしくはあなた自身がしばらく推し活をしていなかったとか、なのでどちらかかなと思います。なんかどっちもねストップのカードが入ってるので、あんまり動きのないカードです。なので、認識していますかっていう時点の質問に対しては、動いていないっていうことなので、はっきりと認識していないか、接点がそもそも持てるような時が少ないのかね、活動休止していたとかね、お日様がなのかね。そうなんですよ、活動休止っていうようなカードが入ってきてるので、それによってファンとの距離が一時離れてしまったとかっていうのも入ってくるんです。今はね持ち直しているんですけど、いや体調はどうかなね。なんか体調っていうのもねやっぱり拭えないところはあるんですけど、見ていきましょう。お日様があなたに感じる、イメージ、印象っていうところで、今ちょっとねこう間距離があるんじゃないかなとか、まだはっきりと認識されていないとかね、活動休止中だとか、そういう感じもするんですけど、でもねあなたっていうのをもしお日様が見つけた場合にどんな印象を持ってくださるのかっていうところで見ていきましょう。はい、ゴールドです。豊かさを引き寄せる。あなたという存在を見つけた時にすごく輝いて見えるっていうのがまず入ってきますね。パッと入ってくるって。あと落ち込んでいたお日様にエネルギーをね分け与えてくれるっていう風に入ってくるんです。助けてくれるとか、あなたの存在がお日様を救う、豊かさを引き寄せるっていうことで、やっぱり活動休止していたお日様がいらっしゃるんじゃないかなと思います。あと未来のことについて考えていたり、だから行く先どうなるのかなとかね、どうなるかわからないんですけどっていう風にファンの方に話したことがあるとかね、過去ですね。はい、笑っていきましょう。レターのカードです。ファンレターもしくはコメントとか、そうですよね、文章としてお日様に何かをお伝えできる場所ですよね。ファンクラブで投稿するとか、そうですよね、 SNS の投稿すべてに関わってくるかなと思います。手紙、あなたが自分自身の存在をアピールすると気づいてもらえる可能性がぐっと高まります。文字ですね。写真の投稿でもいいんですよ。写真付きのインスタグラムとか X の投稿でもいいんですが、文字としてあなたが発信していってくださいっていうのが入ってます。そうするとすごく伝わりやすい。あとこのお日様を目覚めさせてくれるような存在、輝くような存在なので、金っていうのはね豊かさの象徴なので、ラッキーカラーとして取り入れてもいいと思います。金をあしらった、デザインしたもので、SNS に投稿するとか推し活するとかしてみてください。そうするとより伝わりやすいかも。手紙っていうのが入ってくるから、その手紙を見る、読む、 SNS の応援コメントを読むとかをこのお日様がすることによって気がつく可能性がぐっと高まります。ではマーメイドのカードからももらっていきましょう。どういうことをしたら気づいてもらえるかなとか、もしあなたに会った時に気づいた時にどのような印象を持ってもらえるかなっていうことをもらっていきましょう。今の現段階ではね、ごめんなさい、まだこのお日様はっきりと認識していない可能性がある。でもこれからね可能性は広がりますよ。この人に今このお日様にね必要なことは、しっかりと物事を見る余裕、柔らかさっていうところ、それがあれば統合っていうところが叶うよっていうのが出てるので、この方の中でも考えてること、このね最終結果のところにもラバーズが出てるから、コミュニケーションなんですよ。コミュニケーション不足なんですよね。それを今改善していく流れになっていくんです。でも分岐点ですね。先ほどもお伝えしたように、うまくいけばコミュニケーションが潤滑に流れていきますし、
もし余裕が持てなくて完璧にってやろうとすればするほど空回りしていって悪循環になる可能性もあるので、2つに分かれていくかなと思います。流れに身を任せてっていう人魚のメッセージも出ていますから、あなたがアピールすること、そうだな、アピールゴールドを取り入れて、文字としてアピールしていく。その後はね、1回か2回それをアピールした後はあまり尾を引かずにね、あとは流れに身を任せる感じでそのまま身を委ねていきましょう。どうなるかまだわからないっていうのが正直なところです。ただ具体的なねアピール方法としては、この2枚で取っていく、3枚かな、取っていくかなと思います。お日様ね、少しね気になりますよね。でも意識していることは余裕とつながりっていうところで、ファンとのつながりももちろんそうだし、いろんな人が絡んでくるので、自分一人の判断だけでは動けないなって思ってることももちろんあるしね、誰かの協力が欲しいとか癒しが欲しいと思う瞬間もあるから。でもね、だからといってじゃあ今このお日様調子悪いのかとか落ち込んでるのかって言ったらそうではない。新しい未来へ向けて今育んでいる最中っていうところですね。あとはどういう道になっていくのかっていうのはまだちょっとこの3番さんの場合は見えてこないかなっていうのはある。あなたが何をしたらこのお日様の応援力になっていけるんだろうっていうところにシフトチェンジした方がいいと思いました。なのでそこを見ていきましょう。こちらのタロットカードから、あなたがこの推し活どんな風にしていくとこのお日様の力になっていけるのか、よりね活動の応援になれるのか、アドバイスカードもらっていきましょう。はい、手を差し伸べてあげることですね。お日様に大丈夫だよ。ラバーズ、いやリンクしますね。ここもねまたリンクしましたね。コミュニケーションです。ファンとお日様の間で、あなただけではなくてね、ファンそのものとファンダムとねお日様の間で一回なんかいざこざがあったか、もしくはお日様の活動がストップしたような、ファンに対して申し訳ない気持ちっていうのがお日様のところから出てきています。なんかファンの方を失望させてしまったようなことをしちゃったんじゃないかとか、少し後悔する気持ちですね。期待を裏切るようなことをしちゃったんじゃないかとか、だから一時期ねファン離れが起きたりとか、ファンとの間に距離ができるようなこと、お休み期間があったりとかっていうのがあったことを今でも気にしているとか悔やんでいるっていうのが入ってきています。ただそこから引っ張り上げてあげることっていうのがアドバイスとして入ってるかなと思いますね。コミュニケーションを重ねてください。あなたのできる範囲でっていうことで、例えば推しがファンクラブをやっていて、あなたがファンクラブに入っていて密にコミュニケーションが取れるとか、メッセージを送れるような場所があるのであれば、そこで積極的にコミュニケーションメッセージを送っていくとかね、ある程度送って、あとは身を任せるっていうところなんですが、できることがあれば手を引っ張っていきましょう。なので動けるところを動いていくっていうところですね。多分ね何も動ける場所がないとかつながりがない、ファンクラブがなくても SNS で投稿してるとか、何かしらでどこかねコメント文字で何かを送れる場所があると思うんですよ。なのでそれを使ってあなたの方から導くような気持ちでこのお日様を元気づけてあげてください。お日様の心にハートに火をつけてあげるようなね、そんな何か自分が温めてあげるんだっていうような思いを伝えるような、そういうイメージでいるといいと思います。はい、そうですね。何かコミュニケーションの場所っていうのがあると思う。コミュニケーションがずっと入ってきますね。でラバーズのカードはコミュニケーションの他に、選択っていうカードもあるんですが、今回コミュニケーションで取っていきます。つながりですね、信仰を深める。
あなたとの距離を縮めていくっていうことで、一度ねあなたのことをがっかりさせてしまったんじゃないかっていう風にカップの5番が入ってるんですね。あと過去のことを悔やんでいる、失望させてしまったことを、何かやらかしてしまったことに対してお日様自身がもう頭を抱えてそこから動けないっていうところがあるので、見ないようにしているとか、そうですね、そういうところがあるので、火をつけてあげると立ち上がっていけるんじゃないか、サポートしていけるんじゃないかっていうのがあります。やっぱり最終的にはラバーズのカードが入ってるから、お日様のこの活動の流れとね似てるんですよね。似てるっていうか同じカードなんです。だからこの助ける力、サポートするのっていうのはファンであるあなたの力がすごく大きいんじゃないかと思うんです。導いてあげる存在ですね。ここです。あなたが今できることっていうのは、暗闇に落ちているこのお日様を上へ持ち上げていくことだよっていうこと。そしてあとはお日様の余裕かな、心の余裕っていうところ。余裕があると物事をしっかり見つめることができるし、自分のことばかりに目を向けずに周りに目を向けていくことができるので、そこですね。今お日様が助けが必要な時かな、助けるぐらいの力が、余裕が今あるのかどうか、どっちかなっていう感じです。お日様によって変わってきますね。でもキーポイントとしてはつながり、コミュニケーション、助けっていうところです。そしてファンに対して申し訳ない気持ちっていうのが残っているので、それを消してあげられるような、お日様の気持ちを軽くしてあげられるようなメッセージを送れるのが一番いいかなっていう方法で入ってきています。あとはね、信じて待つだけだって、やることやったら信じて身を任せてみてくださいっていうメッセージが入ってきています。では、お日様にメッセージをもらっていきましょう。あなたへ今届けたいメッセージとしてもらっていきます。本当はね、あなたに対する印象っていうところももらっていきたかったんですが、今でもそれよりも今はその印象をもらうのではなくて、お日様を持ち上げていってあげるっていう方にシフトチェンジしています。なぜだったらお日様の今の状態と、あなたが豊かさを持っているからだっていうカードが出てきたからです。では、お日様から今あなたに届けたいメッセージもらっていきます。まずはルノルマンでもらっていきましょう。見たり聞いたりしたくない、胸を痛めるようなことがあったんじゃないかなっていうのがありますね。まずはメッセージ、タワーのカードですね。お日様からのメッセージです。そしてスピリットキャッツからももらっていきます。お日様と距離が縮まっていくようなね流れになりますからね。パラドックス、そうですね、もうでも抜けていきますからね。迷ったりとか悩んだり、あとはアクセプタンス、そうですね、あなたの中でお日様に対して未来不透明だなと思っていることがもしあれば、そこがはっきりとしていきます。グレーゾーンがなくなっていくので、示してほしいなとか見せてほしいな、これからどんな風に活動していくのかな、わからないなっていうことに対してははっきりとこれからこうなっていきますよっていう体制を見せてくれると思います。結構ねしんどかったお日様なんじゃないかなと思います。やっと一山越えた、っていう風に入ってきますね。しばらく思うように動けなかった、活動できなかったとか、そういう期間があったと思います。それを今抜けていくので、
あなたとの関係性についてもっと豊かな関係になっていけるように取り組みが行われていくと思います。例えばコミュニケーションを重ねていけるような場所を新しく生み出したり、そして、またその他にもね、実際に会えるようなイベントを開催したりとか、今まで休んでいて何も動けなかったんだけど活動が再スタートして、それでメディアに出る機会が増えていくとか、活躍再開するまでの間少しだけ長い辛い期間っていうのがありました。でももうこれから先抜けてはっきりしていくよっていうことを、そして何事もねうまくバランスが取れていくっていう穏やかなカードが入ってますね。なかなか安定してこなかったんだけれども、でもこれから先はね、豊かさや安定っていうところに向かっていきますから、安心してくださいっていうのが入ってきます。なんかね、波に揉まれたよっていうお日様もいたかもしれないですね。活動がうまくね思うようにいかなかったとか、そうですね、ソードの8とソードの10、カップの5番っていう風に入っていて、ファンのことを考えてあげられるような心の余裕がなかったのか、活動の危機に追い込まれていたのか、少しね苦しかった過去っていうのがあった。なんか一部ではね体調を崩したっていう方もいたかもしれないなと思います。そこからもう抜け出して、今明るい先や今後について考えて、それをはっきりと示していきたいし、また日々取り組んでいきたいっていうような思いっていうのがはっきりとこれから活動に現れてきます。でも少し不安定ですね。これから先お日様の思う通りに結果が残していけるのか、それともまた悪循環になっていくのか、先ほどもお伝えしたような2つの分かれ道っていうのがあります。で、頑張れって応援する時っていうのはメッセージを使ってください。ここね連携してるので、ラバーズのカードがあなたとお日様のところに、なのでこのお日様と密にコミュニケーションを取ることっていうのがポイントです。落ち込んでるなと思ったらメッセージを送ってあげるとか、あなたの応援一つ一つがこのお日様の大きなね力になってますから、今認識されていない可能性が高いっていう結果にはなったんですけど、でもそれには多分事情があったんだと思う。ファンとの距離が遠かったとかあったと思います。決してねあなたのことを遠ざけてるとかそういうことではないので、すごく豊かさを持っている存在なんです。あなたが光り輝いている存在で、そこにまだこの人が気づけていない、目を向けようとしていないっていうところが入っています。なんかね後ろめたさっていうのを感じるんです。ファンに対して申し訳ないことをしてしまったって。でもそれでも大丈夫ですよっていうふうに応援していくことで、あなたがそうですね心に火をつけてあげることによって、このお日様がどれだけ心強いか、応援のコメント一つ一つがどれだけねアンチから守ってくれるのかとかね、そういうことが伝わってきます。守ってねっていう風にね入ってくるんですね。あなたが強い守り手となってこのお日様をアンチから守るんです。そうするとこのお日様の心も安定してきて、そうですねもっと距離が近づくと思いますね。ここです。お日様の心、メンタルも穏やかになるし、あなたと穏やかに過ごせる、つまりもっと密につながれるような場所ができると思います。コミュニティとか、そういうのができてくると思いますから、これから先の豊かさですね。あなたは豊かさを引き寄せる力を持っている。だからそのあなたの力を使ってぜひお日様に豊かさのエネルギーを送り続けてみてください。送って流れに身を任せて、送って身を任せてというのを繰り返してみてください。いずれここは連結しているので、2人の距離が近づく瞬間っていうのがやってくると思います。それはいつぐらいなのか、距離が近づくのは早いと思います。今これをリアタイでご覧になっている方は5月6月ですのあたりには距離がぐっと近づくような出来事がある
コミュニティが設けられるとか、再始動するとか、活動が活発になるとか、あなたにとってもすごく嬉しいこと、お知らせっていうのがやってくると思うし、実際にこの推しさんともっとね密にやり取りできるような関係性や場所っていうのがね設けられると思うので、そこに期待してください。ただあなたは豊かさを引き寄せる力がありますからね、この豊かさへ向かってもう間もなくですよね。5月6月の後半ぐらいですから6月の中旬ぐらいにかけての間で起きると思います。こちらもぜひね期待してください。それまでにできることはお伝えしたので、ぜひやってみてくださいね。では最後にお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。こちらは好転アドバイスとしてもらっていきます。ごめんなさい、その前にこちらからお星様のメッセージを最後にもらっていきます。失礼いたしました。今回お星様からメッセージもらっていくのはこのラバーズのところですね。5月の下旬から6月中旬ぐらいにかけてお星様関連のことですごくいいことがあると思います。その時にお星様からかけてもらう言葉としてもらっていきましょう。実際にお星様が言葉を投げかけてくれなかったとしても、こういう風に感じてるよっていう心のメッセージをもらっていきます。このカードですね。はい、あなたはね十分にお星様に認められて愛される価値がある、豊かさがある。だからがっかりしないで、今ねがっかりしないで、そしてがっかりさせたくないっていう気持ちもお星様持ってるから、これからあなたによりもっと信じてほしいって思ってるし、これから活動の幅も広げていきたいって思ってるし、活動精一杯頑張るっていうのもあるから、それがどうか伝わってほしいなっていうのも入ってきます。あなたはお星様に愛される価値がある。あなたはあなた自身を愛さなければ愛さないほど、他の人があなたを愛するのは難しくなる。あなたが自分を愛すれば愛するほど、他の人があなたを愛することがたやすくなる、優しくなり、そしてあなたがどれほど愛されているかということに気づくことがもっと気づきやすくなるというメッセージがあります。自分自身を愛することから始めてください。私って認識されてないんだ、ショックっていうところではなくて、何か事情があると思います。ここまでカードが並んでくると、気づきたくても気づけないような状況にいたとかね。でも絶えず送り込まれるあなたからの豊かさを受け取ることによって、そしてあなたが自分自身価値のある人間なんだってことを認識してください。そこからだよって。そしたらその豊かさがもっとお星様へ届く可能性がぐっと高まります。届いた時にあなたはお星様から愛される価値がある喜びっていうのを実感することができるでしょう。お星様がこの5月下旬から6月中旬までの間に嬉しいことがあった時、お星様が感じることはあなたの価値、あなたを愛する価値っていうことをお星様は伝えたいってことですね。その頃にはあなたは自分自身に自信を持って自分のこと大好きですって言えるような自分になってるし、お星様もあなたのことを気づく価値があるっていうことは、あなたの存在に気がつく可能性が高まるっていうことですよね。ぜひ豊かさのエネルギーを送り続けてみてください。でもね、表裏一体なんですよ、このお星様が。何事もそうなんですけど、世の中はね、特に出やすいのがこのお星様の特徴かなと思います。だからどっちの道行くかまだちょっとわからないなって言ってたのは多分そうだからだと思いますね。流れに身を任せる、受け入れるっていうカードも出てきていました。豊かさを引き寄せる、そしてあなたはその豊かさを受け入れるっていうことで、今お星様にできることっていうのは、そう今のね、そのお星様の活動状況にもよる、今までの活動状況にもよるんですが、それらそのお星様がね、自分で自分を責めているようなところも受け入れて、そこに豊かさを注ぎ込んでいきましょうっていうような意味合いもあります。ぜひ豊かさをお星様に流し込んでいってください、伝えていってくださいっていうのが入っていました。ぜひ応援して
お日様を支えてあげてください。そしてお選びいただいたこちらですよね、オラクルカードから好転アドバイスもらっていきます。こちらは植物や動物が描かれたオラクルカードなんですが、この3番のカードはマンダラゲの植物が描かれているカードです。カードの意味は根源の知恵を取り戻す、根元ですね。あなたの奥深く心の中に眠っているあなたの考えや気持ちを呼び起こしましょう。カードのワードとしては深さ、贈り物、直感、才能です。そしてこのマンダラゲの花言葉、浸透する、もう心底惚れていくということと、愛を敬うという2つの言葉があります。そしておすすめのアクションも実はあります。部屋の整理、掃除、浄化というのがおすすめのラッキーアクションです。ぜひ行ってみてください。今自分自身の根源を見つめ直す時です。心の中の声、自分がどっちの方向を向いているのか、自分がどのように立っているのか、立ち上がっているのか、推し活をすることによって推しに何を届けていきたいのかっていうところをもう一度考えて、あなたは豊かさを引き寄せる力があるし、それを届けてあげることもできるんですよ。ぜひね、届けてください。はい、そして浄化おすすめです。ぜひね、お掃除やってみてください。今回は推しシリーズ、推しの直近3ヶ月の活躍の流れ、活動の流れと、あなたのことを認識しているのか、そして3番さんはごめんなさい、お日様の多分何か事情によって認識されていない期間があるんじゃないかというふうに読みました。なのでそこでシフトチェンジして、どのようにアピールしていけばいいのかということと、お日様を支えていくためにどんな活動をしていけばいいのか、応援の仕方をしていけばいいのかというところを見ていきました。そして最後にお日様からのメッセージももらっていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。